その世界はかつて4匹の狂神司教と八百万の神が存在していたが、いずれも他の世界へと消え去ってしまった。そこで神話なきこの世界で消えた神々を取り戻すため、ある職業が作られた。捕まえた神々を祭と呼ばれる数珠に宿すため、舞い踊り歌い上げる者たちを人々は歌士と呼んだ。いいか、この舞と歌を合わせてとうとうかという全部頭に叩き込め。一応これを覚えりゃどんな神だって自分のもんにできる。歌手になれ。歌手になって司教をこの世界に連れ戻せ。そうしてお前の育ての親白豪をお前の力でこの世界の人柱から解放してやれ。怖くたって負けないさ。Go on 夢の世界からシャツバイバイジャタハジャ I'm up now 夢ただけより Set this challenge shining 笑っちゃったのね迷ったい方びれ揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around Whatever happens, no one can get deep. The reason that we're here is to kiss him. Take us and give it to the couch, your man more day. 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ。I wanna be where you belong. 怖くたって負けないさ。You got me step by step singing, singing for you. Hear my chest, I'm running, running up. For second, step by step singing, singing for you.邪魔させない揺らがない思い抱きこちえない Just a new 誰にも邪魔できない揺らがないフェイス貫き Hold it tightお、誰か来るぞ。よう、天候じゃねえか。水門番、ご苦労様です。おう。で、一応はどこだ？え、シーフーなら。一応泳げないのに。途中で手離しちゃった。死ぬなら俺に一声かけてから死んでくださいって変な顔起きてください。死なないで。こうなったら後の手段はただ一つ。人工呼吸。一体俺は何を。泳げないのが悪いんですよ。お前が手を離したからだろうが。泳げていたら起きない事故でした。じゃああれか、俺が泳げりゃ雨も止むし夕日も青くなるってか。なわけないじゃないですか。バカですね。てめえ海の下に沈め。だからあの国には何もいなかったんだっつーの。また一応だよ、落ちこぼれが。おかしいですね。日本はこの時期神無月だから出雲の地に神々が集まってるはずですけど。え、知らなかった。とにかく
成果があればいくらでも報酬は出しますよ。サイの数珠1級ごとに10万、大物なら50万です。はい、次の方。で今回も成果なしだったわけか。この人のせいでな、一応俺はお前の無利息銀行じゃないんだぞ。これでも凄腕の調教師なんだ。いつになったら無利息銀行としてじゃなくて調教の依頼で会いに来てくれんのかね。お前には頼まねえよ。なんでだよ。なんなら天候の再調教だってやってやるぞ。俺よりシーフーのダメかしっぷりを調教してやってくださいよ。天候てめえ、その性格の悪さ根本から修正してもらうべきなんですよ。重臣はその名の通り従う神として主人には絶対服従のはず。もし主人が死ねと言えば死んじまうくらいなのに、なんでこいつらはこうなんだろうな。おお、カカ来たか。カカにも肉まん。ああ、かかった。それなら俺の食べさせてあげるよ。やっぱカカタンは反抗的でとっても可愛いよ。ずっとそのままでいてくれ、カカタン。おっちね。ああ、カカタン、ココトン。こんなやつが凄腕調教師ね。ただの変態にしか見えませんよね。なんだと失礼な。そこまで言うなら俺の仕事っぷりを見せてやる。おーい、ユキ。おお、ロゴン。どうだ、実に素直で働き者で文句なしのいい子だろ。農作業も一から全部俺が教え込んだんだぞ。ロゴン、どうした？お前の仕事ぶりを見せてもらおうと思ってな。仕事、畑作る。見てて。これ、岩砕いた石。砂にする。見事見事。しかし地道な仕事だな。はい。おいおい、地道とは言ってもこの国は基本的に岩しかない。それを農地にして農夫に譲渡する大事な仕事だ。その昔、八百万の神がいた頃は花と緑と食べ物で溢れていたらしいが、神々が消えて以来不毛な土地になっちまったって話だ。次、これ埋める。土、元気になる。待て、牛気。あ、そんなんじゃろくな作物が育たねえぞ。でもご主人様がこれでいいって。そうか、V のやつめ。おい、仕事は終わったのか？誰とくっちゃべってサボってんだ。おい、詐欺師。なんだ詐欺師？こんなもん使って農地だっつって売りに出そうとしてるのか？詐欺師で十分だろ。役所に報告しとくからな。このバカ牛！バレるような真似しやがって！ごめんなさい。やめろ V。 期待を裏切らないろくでなしだ。はい。てめえ、さっきから聞いてりゃ言いたい放題。何様のつもり？なんだてめえ、史上最も出来損ないの歌詞、噂の一葉じゃねえか。重臣は2匹いるけど、どっちも調教ミスっとるらしいな。1匹はお前で、もう1匹はよし、カカやれ。始末しろ。
ご主人様、ごめんなさい。3人ともまとめて再調教しちゃうよ。ごめん、俺もう仕事戻れ。あれ V は帰った。ご主人様、怒ってない。これくれた。優しいじゃん。どれどれ。いいなそれ。お、俺にくれないか。ダメ。せっかくもらった。ダメ。頼む。おい一応どうした。じゃあその首のやつ貸してくれたら。いやいや牛鬼、これは無理だって。いいぜ。ってまずいですって。ただし今日一日だけな。いい。一日だけでいい。明日朝一で返せよ。おい一応、もしサイを壊されたりなくされたりしたらシャレにならないぞ。そんなに欲しいものだったのか。いるかこんなもん。え？日本の牛肉売り場で見たことがある。うわ、V のやつ、自分の重心を何だと思ってやがる。それでお前ってやつは本当に。なんだよ。だから何なんだよ。バレたら厳罰もんですよ。うるせえ。シーフ何サボってんだ。仕事は終わったのか。おい、サイじゃねえか。どこで拾った。ダメ。違う。それ一応と約束。一日借りるだけ。ダメ。一葉のだと。またごちそうになっちゃいましてすみません。いやいや、重心思いのご主人様とその重心にご馳走したくなったってだけだよ。そりゃどう思う。まあ普通は重心にご馳走するのはご主人様の役割なんでしょうけど。おいカカ、こいつ噛んでいいぞ。どうしたのカカタン。一応これもしかしてサイに何かあったんじゃ。やばい、術が溶けかけてる。お前は階段使って降りてこい。サイを手放すなんてバカな野郎だ。これで一葉との主従契約を解除とすると、あいつは明日から歌詞ですらなくなるって寸法よ。はっ、ざまあ見ろ。ご主人様、ご主人様。なんだよ今大事なとこ。ご主人様。カカの鳴き声があっちからします。急ぐぞ。やめろキュキ。話せばわかるなあ。今までのことは謝るな。すまん。
お前誰だ？よしいいぞ、そのまま俺を守れ。そいつらを倒す。お前その顔天候か？気安く名前を呼ぶな、ゴミが。天候邪魔。そいつは殺す。カカの際に悪さした許さない。まあそうだな。俺としてもこんな男始末するに越したことはないと思う。バカ天候、同調するな。俺は止めろっつったんだ。どけ天候。カカやめろ、今すぐやめないと。うるさい。カカはケツ叩きの刑。警備兵が来る前に繋がるぞ。それに人間に怪我させたら懲罰貿易じゃ済まないんだぞ。俺の才どうしやがった。さっさと返しやがれ。さっさと再契約して場を収めろ。あれが出来損ない？TOTO家が舞だけのものならあいつは出来損ないなどと言われることもなかった。あ、どういうことだ？耳を塞いでおけ。まだ決済は済んでいない。仕上げが強烈だぞ。終わったな。なんだよ今の。なんだよって普通にお前もやるだろう。え？心中に神楽を捧げることで主従契約を結ばせるTOTO家による決済だ。普通の決済じゃなかったぞ。確かに普通でないところといえばあいつがありえないほどの音痴だというところか。通常では神楽の美しさで魅了して契約を成就するものだが、あいつの決済では歌という鈍器でぶん殴って気絶させて契約を強奪するというのが一番近い表現だな。だから出来損ないと言われて納得してんじゃねえよ。これ牛気か？カカへの決済、その余波で済んでよかったな。あの狂気じみたTOTO家をまともに食らったらこんな弱い真珠消滅していたぞ。そんな。じゃああいつはどんだけ強いってんだよ。あいつだけじゃねえ。お前も一体何なんだよ。俺か？俺は天候です。事の元凶は全部てめえだよな。おい、俺の才に何しやがったてめえ。いやそらなんていうか。この場の後始末と建物の修理費は全額お前持ちな。建物の修理費まで？当たり前だ。これが本当にあの牛気か？まあ可愛らしくなっちゃって。ラカン、どうにか元に戻らねえ？とりあえず預かるけどあんまり期待しないでくれよ。いや、俺の稼ぎ頭だったのに。牛気に頼らず地道に稼げってことだな。修理費の足りない分は貸してやる。ちなみに利子は週1かぶりつきの。V と牛気の雰囲気ずいぶん良くなってるよ。安心した。ああ。で、俺にたかってるお前が修理費を貸すって言ってた？いや、それは。
日本への任務の報告書をまだ書いていないとはどういうことだ。収穫がなかったんだから報告することがねえんだよ。日本には行ったんですよね。ああ、でも出雲には行ってねえから。そんなところ行かなくていいんですよ、あなたは。うんだって神々が出雲に集まる間、とある神々がその留守を守るって説が日本にはあるんですから。よく聞くんだ、一応。私たちがあなたを日本に向かわせたのは雑魚を狩るためじゃない。わかりますか？司教は日本にいる。ここ数年地震が増えている。一刻も早く地盤を支える柱であった司教を連れ戻さねばならん。今は白号が人柱となりこの世界を支えてはいますが、おそらくこれ以上白号の身は持たないと思うのです。だから一応神無月が終わる前にもう一度日本へ行け。わかった。この世界が沈むが先か、彼が司教を連れ戻すが先か、今はただ祈り待とうじゃありませんか、その時を。キャンパスに描いていたのはかつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまりそう。あげなけりゃ先に進めない。自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのなら、いつもリアルを感じていけたら、怖いという君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。不にやっておさらいは決済です。どうぞ。神々を連れ戻すため俺たち歌手が舞って歌うとうとう歌によって祭に閉じ込めること。以上決済でした。ってことで司教を連れ戻す使命を背負った一葉は日本へと再び旅立つことになるのであった。次回大竜の舞。かつてその世界では人柱として4匹の狂神司教が封じられていた。大きな犬のような獣で盲目老者の神混沌、翼を持った虎でひねくれた性格を持つ神九鬼、陽神人面で飢餓猛獣の神東鉄、人面邪神で朱色の髪を持つ水の神強光。だが司教はその封印を解き姿を消した。そして白号が代わりに人柱となったのだが、間もなく限界を迎えるであろう。よって一葉は育ての親白号を人柱から解放するため司教探しの旅に出るのであった。
I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ Go on 夢の世界から Just fly バジェットハジェ I'm on now 君と仲より Set this generation Without your talent 迷ったい方びれ揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around, around and down for years I call your name and find you no matter where you were I don't care how many times I lose myself Whatever happens, no one can get deeper The reason that we're here is to kiss him Take us and give it to the couch, your man more day 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ You got me step step singing singing for you Hear my chest I running running up For second step step singing singing for you たとえどこにいても Just a new Yeah 誰にも邪魔させない You like な思いだけごday and night Just a new 誰にも邪魔できない You like な face 貫き hold it tightここ兄ちゃん大丈夫か？どういう状況だ？海に流されてたからここまで連れてきた。あの野郎またか。また手離しちゃいました。なあ、髪が赤くてでかいやついなかった？シーフ、目覚めたんですね。もうすぐ溺れるんですから。運んで着替えさせたの俺ですよ、俺。偉くないですか？いったハラスメントですよ、シーフハラスメント。目が覚めたかしらね。ばっちゃ、今日は波が荒いのに無事だったんだから海の神様が助けてくれたんやね。海の神？この島では昔から海の神様が守ってくれて海に流されたもんを拾い上げてくれるやさ。その海の神を祀ってる神社って海沿いにあったりするか？あるさね。ここから近いのか？竜連れてってやんね。ついてきて。ここは日本の南の小さな島みたいです。結果的に目的地に着いたし地元民とのつてもできたな。これも俺のおかげですね。それであの坊主が家を貸してくれたってわけか。お姉さんと2人で住んでるようですよ。姉だ？見てねえぞ。今はどこかに出かけてるみたいですね。どこかって。なあ、お前の姉ちゃんはどこに行ってんだ？あの島、お姉はこの時期あそこに渡ってくる鳥の写真を撮りに行ってる。写真家か？うん。姉ちゃんについていかないのか？姉ちゃんはここにいろって。姉ちゃんがいなくて寂しくないのか？別に島のみんながいるし。島全体が家族のようにみんなで面倒を見てるみたいですよ。帰ってくると姉ちゃんいろいろ怒るから今のがいい。そのアルバムは？あ、お姉の写真見る？これがインドネシア、こっちがカタール、こっちはスイスだったかな。お姉の撮る写真全部綺麗なんだ。それでこっちはね、お姉さんのこと鬱陶しいみたいなこと言ってましたけど嫌いじゃないんですね。それでこっちはねスペインで、これが社。これまた素朴な。どうだ？本体はいないですが何か強い力を感じますね。大事なものが封印されてるみたいだから。
もっと飲みなって。おっと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 ありがとうございます。お、あは、どこ行ってたんだよ一夜。この人やっぱり知り合い。いいえ、まったく。けど赤の他人です。無視すんなよなんでてめえがここにいんだ。あとついてきたからに決まってんだろ。お前、お偉いさん直々に仕事もらってるって聞いたぜ。ああ、おいおい、とぼけんなよ。一口俺にもかませなよ。俺はろくに稼ぎにもならない仕事回されてるだけだぞ。兄ちゃんらよくこうして旅するの？まあそれが仕事だしな。そういうの怖くない？なんでだ？行きたくて行くんじゃないでしょ。行ったっきり帰れなくなるとか考えない？なんで平気なの？怖え時もあるさ。じゃあけど帰るべきところ、帰らなきゃならない理由、そして待っている人がいるならどこだって行けるし、怖くたって負けない。シーフ、暑さで寝苦しかったんですか？まあな。お前こそどうした？目を閉じると鎖の音がする気がして、島風が似てるからですかね。まったくここらのガキは皆しつけたと思ったんだけどね。勝手に人の家をたまり場にするからにゃ覚悟はできてんだろうね。待て、俺らはただの旅行者であんたの弟に入れてもらって。はあ？何言ってんだあんた。ここには私しか住んでないよ。あ？そもそも私に弟なんていないしね。何？嵐になってきたわね。よいしょ。仕方ない。今はあんたらの不法侵入の件は後回しね。不法侵入？だからそれは本当に。それもって指示におとなしく従いなさい。さあ行くわよ。行くってどこに？一人暮らしのお年寄りたちを連れて公民館に避難するのよ。なるほど、偉いな。別にそんなんじゃないわ。これは恩返しみたいなもんよ。恩返し？さあほら早く行くわよ。この派手な兄ちゃんはすごいぞ。俺の船を一人で持ち上げやがった。兄ちゃんももっと飲めよ。手びちもあるよ。食べろ。はいここのお酒よ。地酒か。よいしあんたは地元の酒飲まないのか？地元？違う。私は東京生まれ。この島にはこの時期にしか来ないわ。の割に随分と馴染んでるな。ここはそういうとこなのよ。誰でも懐に入れちゃうっていうか。最初この島に来た時死にかけたのよ。あの小島で写真を撮ってたんだけど、今日みたいなひどい嵐にあってね。奇跡的に社がある洞窟に流れ着いたのよね。そこ竜が見つけてくれてね。その時この島の人たちがすごく親身になって世話してくれたんだ。だからこの島も海も私の恩人ってわけ。
今回の働きに免じて不法侵入した件は許してあげる。だから不法侵入じゃない。俺も海に流されて助けられたんだよ。そうそう、お姉と同じとこに流れ着いてね、竜が連れてきたんだよ。竜が？じゃあ私と同じ。なんだ、やっぱり知ってるんじゃないか。知ってるも何も、竜はお姉の弟だしね。知ってるけどどこの子なのかも知らないわ。何言ってるのおばば。だってあの子、お姉が来るこの時期しか島にいないし、それにいつもお姉の写真持ってるし。命の恩人だし興味ありそうに見てたからあげたの。あの子は一体どこの子？姉ちゃんはここにいろって。お姉の写真見る？もしかして海の神って女の神か？そうだけど。なるほど、姉ちゃんとお姉は別ってことだな。大変だ！嵐の勢いが強い高潮が来るかもしれないぞ。落ち着いて、山の社に避難するわよ。俺たちも行くぞ。確かめたいことがある。昔からここら辺の嵐はひどかった。特に雷がひどくなるときは本当に激しい。だからお前はここにいろなんだな。ねえ、竜見なかった？どこにもいないの。まさかまだ下に？大丈夫だ。心当たりがある。ずいぶんと獣臭い風だな。これの原因はあいつか？ああ、そうだ。竜は雷獣だ。何か苦しんでるような。角がない。角？雷獣は雷を呼んでその雷を食べる。角がない竜は今空腹で苦しんでいるんだ。同情するぜ、竜。って竜？あいつの角はあそこか。待て、この嵐じゃ社は水没しているぞ。助けてくださいだろ。調子に乗るなよ。なぜ俺が好き好んでお前を助ける？このまま放置すればいずれ泣き叫ぶ体力がなくなって嵐も落ち着く。今はやべえ。ここは出直すのも手だぜ。頼む。安い自尊心だな。すっげえ。くだらんやつめ。これが竜の角か。きっと竜はこの島に流された時生まれたばかりでこの角のことは知らない。この島の女神が竜を助けた時に隠したんだろう。女神はなんで隠したんだ？雷獣は天候を操れるからコントロール下に置きたかったんだろう。ひでえ話だね。社の封印が消えて余計に理性が吹っ飛んだんだ。
毛玉が息があるなよ。天候水を操るというのはこういうことだ。天候もうやめろ。お前はそこで見ていろ。脳天貫いてやる。竜、この角はお前のだな。今返してやる。だがこれを返したらお前はもうこの島にはいられない。それは分かってるな。嫌なのか？今までぬくぬくと飼われていた獣だ。おじけづいて当然。竜、お前の体力的にもこの島の安全的にもこの辺が限界だ。それは自分でも分かってるだろう。一人で島から出るのが怖いなら俺と来るか？海の向こうを見てみたかったんだろ。なら俺がお前の夜辺になってやるよ。どうやって？何言ってんだ。決済して。おお、弱りきっている子供の雷獣をお前の狂気じみた決済で殺す気か？へへ、聞き惚れただろう、俺の美声。ビシッとした決済。ああ、はいはい、すごかったすごかった。あんたたちの大丈夫だった？その可愛い生き物は？保護したやつだ。あ、そうだ、リュウは？あいつは大丈夫。さっきあいつに会ったんだが島を出るってさ。そう。あんたと島のみんなにもよろしく言っといてくれってよ。あんたの写真のおかげでずっと島の外を見たがってた。やっとその勇気が出たんだってさ。そっかそうなんだ。それは嬉しいけど結局どこの子なんだか聞きそびれちゃったわ。んなの分かりきってただろ。あいつはこの島の子供だよ。色のないキャンパスに描いていたのはかつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまいそう。解放してあげなきゃ先に進めない。自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのならいつもリアルを感じていけたら都会という君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。無理やっても君が選んだストーリー Remember it。 聖王母様、失礼いたしますぞ。
勝利様、鉄海様。お邪魔でしたかな。もう済みました、白豪。そのようにこわばらなくても白豪は優しいですよ。そうは参りません。彼は竜王と肩を並べる最高位の神獣ですからね。そうですね。それで本日はどんなご用件で？具足からこれを託されまして。え？お納めくださいとのことです。勝利様の秘伝の書。10年ほど前、三羽殿によく見せていただきました。とても大事にされていましたが、久方ぶりに話をしたくもあったのですが。あれも頭の固いやつですからな。聖王母様が旧友とはいえ、あやつは下官ゆえ直接会えない身分だと己で判断したのでしょう。それはそうと、一葉との仲はこじれたままなのですか？今回のおさらいは？いろいろあったけど。そうえ？シーフーと聖王母は過去に何か関係があったですよね、やっぱ。他にもあっただろ。ごまかされませんよ。鉄海さんが意味深に言ってましたもんね。それはそうと、一葉との仲はこじれたままなのですか？似てる。ってことで聖王母との過去が明かされる次回「石火の舞」。この世界は八仙と呼ばれる不老長寿の仙人たちによって統治されてきた。そして彼らの上に立つ聖王母は祭事全般を司るこの世界の聖母と言われている。いたいた。お？3人！シュリー、持ってきたぞ。やったー！おだ。その前に、この前のはできるようになったのか？おい！見てて。ちょいちょいちょい！それ貸してくれればもっと早く上達するのに。これは大事な本だから絶対に貸さん。見せるだけだ。はいはいほんと3人はお父上を尊敬してるよな。違う。誰があんな親父。ただ見返してやりたいだけだろ。そうだよ。私はこの漢勝利様の書かれた武芸書を読んで強くなって、大きくなったらいつか漢勝利様と
そして聖王母様にお仕えするんだ。陽地球で。 I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ Go on 君の世界から Just play Roger Dodger I'm up now 君と仲良うに Accept this challenge Shine it Without your talent 迷ったい方で揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around, around and down fires. I call your name and find you, no matter where you were. I don't care how many times I lose myself. Whatever happens, no one can get it. The reason that we're here is season. Take us and give it to the count. Your man more day. 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ。I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ You got me step by step by sing it sing it for you Yeah my juice are running up For second step by step by sing it sing it for you たとえどこにいても Just a new Yeah 誰にも邪魔させない You are gonna 思い抱きこday and night Just a new 誰にも邪魔できない You are gonna face 貫き hold it tight3人シュリお母様の具合どう？あれ？これは？親父の部下が置いてった薬だってさ。よかったな。自分たちじゃなかなか買えないし。なんで直接来ねえんだよ。それが一番の薬になるってのに。菅勝利様はお忙しいから時間ができたらきっと来てくださるよ。聖王母様！悪い、そうだな。3人は8選の一人菅勝利様の息子だ。そして3人のお母さんは長いこと病でこうして寝たきりになっている。ここ安慶館を作ってくださったのは菅勝利様だ。国中の孤児や身寄りのない老人、家族を亡くした人々が集い、大きな一つの家となるようにと。元は私も一人ぼっちの孤児だったけど、今は大切に育ててもらってる。私を引き取ってくれた大好きな母さんに。もうすぐできるわよ。母さん。何？仙人って人間と違って病気しないんでしょ？そう聞くわね。じゃあ菅勝利様の奥様も仙人になれたらいいのにね。そうね。8千の奥様なんだから仙人にしてあげてほしいよ。母さん大丈夫？母さん！母さん！母さん！まだ死なないでくれ！
開けろ開けろ開けてくれ。何時だと思ってる。緊急の様子だ。開けてくれ。それが無理なら菅勝利に伝言を頼む。いかんいかん、帰れ帰れ。はいはい、ちょっと待った。私でよかったら伝言引き受けるよ。これは春芸様、なぜこちらに。あんだけうるさきゃ嫌でも気になるでしょう。申し訳ありません。で、坊主はカンちゃんに何の用事があるんだい？母が、いや、菅勝利の妻が危篤なんです。今夜が山かもしれないんです。へえ、驚いた。坊主カンちゃんの息子かい？はい、だから早く親父に会いに来てやってくれって。まずいな。やっぱやめとっと。何を言って。聞こえなかったか？伝言は断るって言ったんだ。悪いな、時期が悪すぎる。菅勝利様、結局来なかったね。騒がしいな。三羽か。ねえ、今さら何しに来やがった。帰れ。見舞いにも葬儀にも来ないで。母さんがどんだけあんたの名前を呼んだと思ってんだ。寂しい思いのまま行かせやがって。お前じゃない。白朱林様。あなたが次の聖王母様に選ばれました。全然眠れなかった。ここは私はなんでここにいるのだろう。おはよう。これは聞きしに勝るお猿さんね。白朱林ちゃんで間違いないかしら。私はそうね、孔明って呼んでくれる？はい。返事は大きく。はい。よろしい。私は誰？孔明様です。さあ、朝ごはんにしましょう。ごちそうさまでした。よく食べたわね。感心感心。それでどうして私はここに？できたら早めに帰りたくて。もうお家には返してあげられない。あなたはここの主になるのよ。何を言って。あなたが次の聖王母様に選ばれました。一日待っても
2日待っても3日待っても私は一向に返してもらえる様子がなく、もう嫌だ、帰りたい。どうして私なの。おい、何泣いてんだ。迷子か。ほら、うまいぞ。なんだ、いらないならやらないぞ。いります。よーし、外の国の飴だ。大事に食えよ。どうだ。だろう、俺の一等お気に入りだ。ありがとう。ところで、泣きながらあんなとこうずくまって迷子か。ちょっと前急に連れてこられて、それから帰らせてもらえないんだ。おい、顔を上げろ。どう見てもお前ただの人間だけどな。それともあいつら人間にまでそんなことしてんのか。おい。はい。じゃあお前をこっから出してやるよ。おい天子、いいか、こいつと俺2人を町の方まで運ぶんだ。本当に大丈夫か。あの人なんか変だぞ。大丈夫だって。俺があいつのシーフ、ご主人様だから。絶対悪さはしないぞ。それってサイ？すごいな。本物の歌詞なんて初めて会った。すごくなんてない。え？俺が嫌いなもんは世の中に3つ。辛いもん、苦いもん、そして歌詞っていうやつら。俺が嫌なもんは身長の話と甘いもんと深夜に徘徊するガキだ。誰？俺の師匠。サイワ殿、侵入者全員確保できましたかね。我が弟子一応がご迷惑をおかけしました。なので春芸殿、もう武器は下ろされて結構ですよ。私もこのような無粋な真似はしたくないんですがね。なあ兄ちゃん、見ねえ面だがどこの誰だいあんた。俺の子分だぞ、いじめんな。いいってやめろっつの。いいてててててて。子供の前ですよ。暴れたいなら後日にしてください。いずれにせよ両地球に不法侵入するとは前代未聞ですよ。帰るぞ。こいつも家に返してやれよ。かわいそうだろ。お願いします。母さんの手伝いもしなきゃ。きっと心配してると思うし。シュリン様、あなたのご家族からはすでに了解を得ているのです。そしてこうも頼まれています。決して家に戻らせないようにと。なんで母さん、そんな、なんで私また一人ぼっちになるの。泣くな。お前も
俺の子分にしてやるから泣くな。一緒に連れて行く。ダメだ。じゃあここに世話しに来る。ここは本来偉い人間しか入っちゃいけないんだ。今日みたいに夜中でもない限り俺も警備も油断してないだろうしな。また夜に遊んでやるからな。俺は一応、お前は？僕、シュリン。さて、今日は新しいお友達を紹介するわね。来てちょうだい、白魚。この国を支える神の獣、神獣の白魚よ。これからあなたと話す時だけ外に出てこられるようになりました。でっかいにゃんこ。もう一人は別の場所にいるのよ。彼は足が悪いから私たちから出向いてあげましょう。これが崑崙山を支える柱です。他の柱同様、司教のうちの一匹が封じられていたのですが、この柱もこのままではこの先長くないでしょう。だからこそ一刻も早く司教すべてを連れ戻さねばならないということだ。こんにちは、小さなご友人殿。一ついいことを教えてあげるよ。司教のすべてはこの国から逃げ出したと言われているが、本当は一匹だけ足を切られて囚われているんだよ。でもね、司教は司教すべて揃わないことには柱としての機能を果たさない。だから一刻も早く司教すべてを連れ戻さねばならないってことなんだよね。一匹は足を切られて囚われているって？そう、上を見てごらん。骨が見えるだろう。あれは俺の切られた足でできている。紹介しよう。司教の一中、東鉄の引きだ。色のないキャンパスに描いていたのはかつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまいそう。解放してあげなきゃ先に進めない。自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのならいつもリアルを感じていけたら都会という君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。不にあっても君が選んだストーリー Remember昨日見たこと話してみようかな。どうした？なんでも
一応あなたの重心は何者なの？ああ、もともとあいつは今回のおさらいは司教です。どうぞ。かつて司教はそれぞれ東西南北の山の柱に封印されていた。そしてその全てが逃げ出したと言い伝えられていたのだが、実は東鉄の引きだけはすでに囚われていた。でも司教は全員揃わないと柱として機能しない。だから一刻も早く司教全てを連れ戻さねばならないってこと。以上。ってことで明らかになる俺たちの出会い。次回水月の舞。仙人も元はただの人間である。特定の役職で一定以上の評価を得ると仙人として召し上げられる。仙人になると老化は遅くなり、怪我にも強くなって寿命も長くなる。しかし不死ではない。誤酔と呼ばれる仙人特有の病が発症すれば体が灰となって死に至る。つまり仙人とて不死の存在ではない。あなたの重心は何者なの？ああ、もともとあいつはI wanna be where you belong 怖くたって負けないさ Go on 夢の世界から Just play Roger Dodger I'm on now 夢ただけより Set this challenge Shining Without your talent 迷ったい方で揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, reason it beautifully Running around, around and down fires I call your name and find you no matter where you were I don't care how many times I lose myself Whatever happens, no one can get deep The reason that we're in this season Take us and give it to the couch your man more day 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ You got me step by step singing singing for you Yeah my chest are running running up For second step by step singing singing for you たとえどこにいても Just a new Yeah 誰にも邪魔させない揺らがない思い抱きこて言えない Just a new 誰にも邪魔できない揺らがないフェイス貫きほじたいなあ、あそこの店入ろうぜ。一応遊びに来たんじゃないんだぞ。遊びに来たんじゃないんだ遊びに来たようにしか見えないぞ。ラン様直々の指名で下士官長であるこの私自ら世話役を務めるのだ。遊びなどとんでもない。食べかすつけて何言ってんだ。今回はお前の初仕事だ。任務は忘れてないだろうな。そんな顔してごまかすなっつうの。宗龍ってのをとっ捕まえるんだろ。ああそうだ。宗龍のことはどこまで知っている。なんか強くて悪いやつなんだろ。まあそうだが、宗龍は司教の一中教皇の部下だ。つまり宗龍を捕まえれば教皇にたどり着くのではないかといったところだ。でその宗龍はどこにいるんだ。
この顔が入り口に飾られた神殿が怪しいと睨んでいる。そこに向かうぞ。おう、わかった。早く行くぞ。決して弟子を取らなかったあの蘭様が弟子にした少年、その力量気になるな。ねえ、さっきから同じとこ歩いてる気がすんだけど、もしかして迷う？違う！断じて迷ってなどない。私はお前に自然と触れ合ってもらおうとこうして歩き回っているのだ。見ろ、この圧倒的な自然を。子供のみずみずしい感受性を刺激するだろう。感じろ、あの立派なイタジーの放つ自然のパワーを、日陰ヘゴの羽ばたきを。なんだあの鳥。刺激することで可視感としても間違いなくプラスになる。だから。どこ行った？迷った。ん？いってってなんだここ。あ、こいつは。見つけた。一人で僧侶を決済したらあいつ驚くぞ。お前は何者だ？人の子供がどうやってここに入った？お前は誰だ？俺は一応。お前は誰だ？私が誰かもわからぬただ人に用はない。消えて失せろ。名乗り返さない失礼なやつだな。でも俺は知ってるぞ。お前僧侶って悪いやつだろ。決済して国に連れて行く。僧侶決済、その名を聞くのはいつぶりだ。そして歌詞が私の前に現れるとは。こいつ歌詞を知ってる。神獣の中で歌詞を知る者は知能が高く、自分が何者なのか知っている。そいつらは要注意だ。長命で行為の獣である証だと思え。つまりこいつを捕まえれば白が助かるかも。白豪の代わりになるような強い神獣は稀だ。だがいつかはきっと見つかるはずだ。いつかなんて待ってられっかよ。死ぬぞ。封印が触れるものを拒む。僧侶か。懐かしい名を聞いた。なぜただ人の子が。
ちら様と。これのしもべだ。で、まさか一応の重臣か。よくわからないが、これのしもべという意味ならそうだ。一人でこやつを決裁したのか。さすがは蘭様の弟子といったところか。それで君の名と種族は。わからない。自分のことは記憶がない。そうなのか。ああ、極めて珍しいが、これは決裁の失敗だ。東東家の歌詞に歪みがあったか、それとも俺がポンコツだってのか。お前の決裁は強すぎるのかもしれない。うん。へへへ。喜ぶんじゃない、失敗なのだからな。うん。お前には正しい決裁を覚えてもらわなければならん。それに記憶を奪うなど尊厳を傷つける行為だ。放置はできん。分かったよ。ごめん、いつ決裁したのかも覚えてないけど、悪い神様だからってそんな風にするつもりはなかったんだ。お前は私の封印を解いてくれた。お前は私に利用価値があると思い、私もお前を利用することで外に出ることができた。うん。今もお前といることで私には利益がある。だからお互い様だ。どんな利益なんだ？わからない。だが心の中で何かがそう言っている。お前のそばにいろと。さて、決裁のやり直しだ。サイを出せ。おう。おかしいな。ん？見ろ。通常ならこの男の名が刻まれるはずなのだが、全てからだ。一応手袋の下を見せてみろ。これはまさか術を体に刻む禁じ手。すぐに離別の章で決裁を解く。臨床。お前。一応東東家に切り替える。前は覚えているな。こちらに来て共に踏むんだ。はっ、前に3度、四方に2度。一応あやつの名前を示せ。名前？それがお前たちの絆となる。与えてやれ。天候。俺のそばにいろ。というわけだ。そうだったんだね。ねえ、どうして一応は歌手になったの？白を取り戻すためだ。白？俺の育ての親だ。そうなんだ。その白さんは今どこに？聖王母の命令で白は人柱にされた。それって。だから俺は奴を許さない。でもどうやって白さんを人柱から解放するの？国外に散った司教を連れ戻すしかないって言われた。誰に？サイワだ。ほんと最低だな。一応
孫東様は確かに人として最低だが、一応敬意は払いなさい。何？私の悪口か？ちげえよ、眉毛黙ったな。お前だよ流星、この最低調教師。おや、これは心外だな。感謝されこそすれ、恨まれる覚えはないんだけどな。あれを見ろ。シーフ、このおまんじゅうとっても美味しいですよ。シーフも食べます？あんたに預けてから日に日に天候がひどいアホになってく。こいつに何したんだ？強いて言うなら何もしないをしてたかな。それでも下士官長補佐か。いやー、元が真っ白スカスカだと吸収が早くてな。もう二度と預かんからな。おお、待ってくださいよシーフ。うるせえ。シーフ。それにしても奇抜な調教をしたものだな。前例のない教育だったから心配でしたが、うまくいってよかった。調教師の仕事はその人に一番合った方に教育を施すことですから、その役目を果たせて満足しています。あの子に必要なのはおとなしく言うことを聞いてくれる下僕じゃないからな。ええ、気負いのない友人こそあの子には必要ですから。あの人たち超過失からまたよ。なんか嫌な感じですね。出来損ないと言われる家臣が上の奴らと仲良くしているのが目障りなんだろう。きっと上の奴らに気に入られたくて必死なんだ。まるで自分は違うって言いたそうだな。違う。俺は上の連中に気に入られるつもりはない。あいつらは盗っ人と同じだからな。おごりだ。飲めや。何のつもりだお前。別にただの気まぐれだ。珍しく俺と同じ罰当たりな価値観を持つやつに会ったからな。にしても高名な仙人たちに向かって盗人とはよく言ったもんだ。子供の軽口にしたって度が過ぎてる。軽口じゃない、事実だ。シロを無理やりこんなとこに連れてきやがったんだ。シロ？俺の家族だ。バカな、ここに子供がいるなんて。どけ、首をかっ切るぞ。ガイシ、やめろ。ただの子供だ。ただの子供がこの森にいられるはずがない。ここは神の森ですよ。それにこいつの体。この子に手出しは許しません。何もしなければその子に手は出さない。いいでしょう。シロー！国のため聖王母の命によりシロを連れて行く。あいつらはたったそれだけ言って去った。そして追った俺を鎖で繋いだ。だから俺は聖王母を許さない。この国最高の聖母になんて口だ。気に入った。お前の城と同じように俺も大事なものすべて聖王母のせいで失った。にしてもお前くらいの年のガキはダチとのんきに遊び回ってんのが普通だろう。あ、そんなひねくれてちゃダチなんかいねえか。ダチじゃねえがコブみたいなやつならいるぞ。お前みたいなやつと仲良くしてくれるなんていいやつじゃねえか。どこのガキだ？幼地球らへんに住んでるっぽいけど詳しくは知らねえ。白シュリンってやつで。どうした？白シュリン。そいつが次の聖王母だ。あいつが次の聖王母だと？どういうことだサイは。彼女は聖王母となるためにここで学び、数年後に即位する。
そして聖王母として生き、聖王母として死んでいく。あいつはなんで俺にそのことを言わなかった？あんな不憫な役目はない。白豪と同じ人柱だ。なんであいつが聖王母なんかに。畜生畜生以上、祝詞をもって以下百貫千民国母の慈悲を恋願い立て祭り、八千御身の八方を守護し、末永く万民に恩恵を与えたる御家への忠節を誓う。呂洞賓、張家老、李鉄海、蘭西庵、菅勝利、河川湖、宋国衆、菅少主、以後吉名に。お前も俺の子分にしてやるから泣くな。色のないキャンパスに描いていたのは、かつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまいそう。解放してあげなきゃ先に進めない。自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのなら、いつもリアルを感じていけたら、後悔という君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。不にあっても君が選んだストーリー Remember it。 さーて始めますか。待ってろよ、白豪。そして月の卵。今回のおさらいはシーフーとサーンさんです。どうぞ。俺とサンはかつて聖王母に全てを奪われた者同士。そんな聖王母に友達だと思ってた白主任が即位するなんて。ってことで戦闘を盗んだ犯人を追って再び日本へ。次回桃源の舞。戦闘とは聖王母のみがもぐことを許された幼地球だけになる桃のことである。歌詞は任務のため出国する際には必ず聖王母から一つもらい受け、それを食し、帰国すると東王府から戦闘を煎じた茶をいただき、戦から人へとその体を戻すのである。つまり戦闘とは歌詞にとってはなくてはならないものなのである。で、大事な戦闘を盗まれちゃったもんだから。今頃あいつら大混乱だね。約束通り戦闘をくれ。あらら、苦しそう。カジは外国では戦闘を食べてないとだもんね。ほら、
そんなに食べちゃ死んじゃうんじゃない？さーと。ってことで大混乱している今のうちにそーっと白豪に近づいて月の卵のありかを白状させればミッション成功。助けた。さあ始めようか。待ってろよ白豪、そして月の卵。I wanna be your friend, you belong. 怖くたって負けないさ Go on 君の世界から just play Roger Dodger I'm on now 君とだけより Set this down and shine it Without your down it 迷ったいか旅で揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around, running around, around and down fires. I call your name and find you, no matter where you are. I don't care how many times I lose myself. Whatever happens, no one can get deep. The reason that we're in this season, take us and give it to the couch, your man more day. 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ。I wanna be where you belong. 怖くたって負けないさ You got me step by step by singing singing for you. Yeah, my juice are running running up. First I get step by step by singing singing for you. たとえどこにいても Just a new Yeah 誰にも邪魔させない You are gonna 思い抱きごて言えない Just a new 誰にも邪魔できない You are gonna face 貫き hold it tightシロん？シフ、おかえりなさい。悪いな、司教はまだ見つかってないんだ。あなたが謝ることではない。ところでそちらの子供は？竜です。シーフーの重臣です。白豪です。私も一応の重臣であり育ての親。そして今は聖王母の世話役をしております。シロは俺が歌手をやっている理由だ。シロ、どうした？今すぐここから出てください。自信。大丈夫か？シロ！早くここから出て。シロ！私のことは放ってここから離れてください。白豪に心配をかけるな。行くぞシーフ。シロ！白豪のおかげだな。白豪のおかげって？この地に繋がれた人柱の宿命だよ。人柱。また大地震が来れば次こそ白豪の身は危ない。サイバー、今すぐもう一度日本へ行かせろ。司教を探す。あなたは外国には行けませんよ。たった今重大な事件が発生しましたからね。重大な事件？銭湯が何者かに盗まれました。なんだって？先ほどの地震の混乱に紛れて管理していた銭湯すべてが消えてしまいました。したがって現時点で戦闘を持たない歌手は外国には行けない。
ということだ。バカな、誰がそんなことを。警備はどうした？そのことでこちらに参りました。サイワ殿、警備を3、4人勝手に連れ出したそうですね。白豪の牢獄に立ち会わせた。その分の穴が開いたというのか。警備の不備、その責により鑑賞理は謹慎処分。そして直接の原因を作ったあなたには地下牢での拘束と取り調べに応じていただく。シーフ、あまりしょげると凶悪な顔が余計荒れますよ。凶悪な顔って天候の言う通りだ。あまりしょげると凶悪な顔が余計荒れるぞ。同じこと言いたいだけだろ。流星さんですよね。凶悪な顔が余計荒れてましたよね。何度も言うんじゃねえ。流星、何しに来やがった。外国に泥棒を捕まえに行かないかい。お前の重臣たち頼りになりそうだからさ。ありがとうございます。で、俺はお前はほら、世間の噂では出来損ないの歌手だろなあ。戦闘を盗んだやつは外国に逃げたんですか？地震の騒ぎの中、一人だけ大急ぎで出国した者がいる。向かった先は日本だ。行くかい？でも戦闘が盗まれちゃったから外国には。心配しなくても大丈夫。ほら、盗まれたんじゃ。今日使うためにすでに持っていた貸し連中から回収したものだ。一体何がお腹にいるんだい？じゃあ日本に行く前に流星のおごりで腹ごしらえだ。夕飯ごちになります。うわえ？おごり？よし、手続きは終わり。それでカカは水門を通るのが嫌なんだね。でも一葉と離れたくないだよね。わかったよ、三姫。私の重臣だ。三姫だよ。やれるかい？喜んで。花の実の7個よ。しばしの間ぎゅーっと目を閉じていておくれ。おい、何をやらせてんだ？牧年人は黙ってなさい。は？はい。やー！カカー！名前の通り一時的に花の種にしてみました。お見事。これで水濡れも気にせず国渡りができるだろう。さあ出発だ。俺はいらない。え？いらない？ああ。外国へ行くのに戦闘を食べないつもりか？で、具体的にはどこに行けばいい？ああ、それはあっちで説明するよ。あんたも行くのかよ！
本当に戦闘を食べずに。今のところ何ともないようだが。ジロジロみんな、なんで着替えたんだよ。孫東は着替えてなかったぞ。ああ、あの方は周りの空気を読むことができないからね。だから今回の隠密性の高い仕事は私に回されたんだな。周りの空気を読むって？歌詞はその地に馴染むように紛争するのが当たり前だ。なるほど。だがその手枷はどうしたものかな。外れなかったんだから気にするな。な。では一応真面目な話をしようか。この事件には権力の中枢にいる者が絡んでいる可能性が高い。なぜなら戦闘の木は陽地球の中心に生えている。つまり聖王母様の神殿の隣まで犯人を侵入させることのできる者による犯行だ。シュリンは聖王母様に危害が加わったとは聞いてないから安心しろ。それで捕獲した神獣はどうしますか？重臣として登録します。そうですか。では後日重臣登録書を提出してください。それにしても巨大な地震に合わせた見事なまでの盗難劇だ。白豪の存在自体と今回の一葉との面会、そしてその時間に地震が起こること、この全てが分かっていなければ、あるいは地震を起こす術を持っていれば可能か。いや、めんどくさ。よっと。やっと入れた。おい、何ボケっとしてんだ。お？さっさと目的地教えやがれ。はいはい。確かに巨大な地震を作為的に起こすなど化け物でもなければできぬこと。えへへ。さてと、宝探しだ。よし、じゃあ始めよう。三姫。はーい。何かご用？ふよっ。くっなんなのこのくっさい世界。私を呼ぶならもっと花畑とかにして。くっさうん。緊急事態なんだ。お前のその敏感な鼻を貸しておくれ。どうだい？聞き口できるかな？なるほど、戦闘の香りを探してもらうんですね。ダメ。ここらは臭すぎて何も嗅ぎ分けられないわ。ちょっとそこの花の子と獣、こっちいらっしゃい。なるほど。あれはなんだ？カカは花と大地の匂いがするし、竜の雷は場を清めるからね。見つけたわ。どこだ？ここから少し遠いけど。三姫、案内できるかな？多分。でも十分注意してね。そこは腐った匂いの奥に何もないの。
でも正常ってことじゃないのよ。むしろ性も濁もないうつろな匂い。私生まれて初めて心の底から恐怖を感じているわ。盛大に暴れちゃってよね。戦闘の大量摂取が原因だろう。大量に食べると死ぬのか？は？ラン様や孫東様から口伝されていないのか？口伝って？二人揃って口伝していないだと？私たち人間が戦闘を食さず外国に来るとどうなるか。一瞬にして肺がこの毒々しい空気によって焼け、体の中がパンパンに膨れ上がって死んでしまう。なんだと？戦闘一つの効き目は約24時間。効き目が切れる前に次の戦闘を食べなければ即死する。または一度に大量に摂取しすぎてもこの彼のように死に至るのさ。いずれにせよ彼は犯人ではない。どうして？大量摂取が危険だと知りもしないような歌詞が犯行に及ぶとは言い難いからな。なるほど。それよりもなぜ仙人でないお前が戦闘を必要としないんだ？で、戦闘はその歌詞の遺品から9割は回収できたと。はい。共犯ないし死亡者が持ち去ったとしても10個にも満たないかと。わからん。戦闘を盗んでおいて戦闘には興味なかったんかい。確かになぜ盗んだんだ。あとね、一応が戦闘を食べずに外国に出られたこともわからん。それに関してですが、はい。そもそも孫東様、一応になぜ口伝してなかったんです？口伝？本当だったら命に関わることですよ。ラン様に頼まれたのを忘れたんでしょう。ちょっと待て。この私がそんな重要案件を頼まれて忘れると思うのか？ドン様がすでに口伝されているとばかり思っていたわ。ということは？まあ内通者に関しては謹慎を解いた時点でカンさんが探してくれますよ。今は様子見しかありませんね。ところで先ほど面白い話を聞いてきましたよ。ランさんたら大事な弟子に戦闘に関する口伝をしていなかったそうで。命に関わることなのになぜだ？それが一応さんは戦闘も食べずに外国に出られるそうで。何？一体どういうことです？彼は仙人ではないはずですが。いずれにせよランさんが何か情報を握っているのは間違いないでしょう。
バスに描いていたのはかつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまりそう。解放してあげなきゃ先に進めない自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのならいつもリアルを感じていけたら度外という君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。不にあっても君が選んだ Sorry Remember おい、サウン。今回のおさらいは今度大きな地震が来たら次こそ白の実が危ないってことだろ。早く死去を連れ戻しましょう。ところでシーフーが戦闘を食べてるところ一度も見たことないんですよ。食べたことないからな。なんで平気なんですか？考えたこともなかった。ええってことで戦闘を盗んだ奴らが大暴れ。次回混沌の舞。月の卵とは真珠の一種である。袋のような姿をして体躯は真空。目や鼻、口がなく手足のみが6本、背に羽が4枚生えている。月の卵を手に入れた者はこの世の覇者となる、そう伝えられているのだが、今や月の卵は白毫によって固く守護され、そのありかは白毫以外誰一人として知る者はいないのである。よう、虎の竜の珍しいですね。何用ですか？この世で数少ない旧友の顔を見に来ただけさ。友などと。冷たいね。親族は運命が選ぶものですが、友人は己で選べるものです。それでも少しくらい話に付き合ってくれてもいいだろう。あなたと話すことなど。白毫、月の卵はどこだ？素直に話さないんなら無理やりその重い口を開かせてやろうか。本気で言っているのか？冗談だ。お前が冷たいから少しからかっただけだ。悪ふざけでも言っていいことと悪いことがあります。あなたの品位が下がりますよ。もとよりそんなものに興味はないさ。酒でもどうだ？お前の弟子の秘密でもつまみにしてな。
I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ Go on 君の世界から Just bright bright と始め I'm on now 君と仲良り Accept this challenge shine Without your talent 迷ったい方で揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around, around and down for years I call your name and find you no matter where you were I don't care how many times I lose myself Whatever happens, no I can get deeper The reason that we're in this season Take us and give it to the count your memory 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ I wanna be where you belong 怖くてて負けないさ You got me step step singing singing for you Hear my chest I want it running up For second step step singing singing for you たとえどこにいても Just a new Yeah 誰にも邪魔させない You like な思いだけごday and night Just a new 誰にも邪魔できない You like な face 貫き hold it tight兄ちゃん、なんで戦闘を食べなくても外の国で動けるの？わからない。そっか。一応三う何年ぶりになるかな。でかくなったもんだ。お前はより凶悪な面になりやがったな。変わってなくて安心したぜ。急に家売って姿くらませたからやばいことにでも巻き込まれたのかと思ってたんだがな。悪い。急に実家に戻ることになって話せずじまいだったな。友達なの？ああ。仲間だが友達なんてそんな健全な関係じゃ。この辺までが中等者で学ぶ知識だ。覚えろ。バカは見下される。だから知識をつけろ。盲目に自分の方が優れていると思い込んでいる奴はバカだ。人以上と思い込んだ獣以下の鳴き声に耳を貸す必要はない。いずれ思い知らせてやる。機会は巡ってくる。いや、巡らせるんだ。奇妙な関係だった。お互いの過去も知らず、今も知らず、先も知らず、心の泥だけでつながっていた。一応どうかしたか？なんだ、あんたには感謝してる。昔はなんつうか礼も言ってなかったし、今後は改めてなんだよろしくっつうかなんだよよろしくとかバカか言わなきゃよかった。仲良さそうなのに友達じゃないのか。シーフは否定していましたけど、あの人は紛れもなく友達ですよ。そうだよね。ねえ、顔色悪いけど大丈夫？そうですか。なんともないですよ。天候。家に戻るぞ、お前たち。
いいですよシーフ。せっかくサウンさんと会えたのに。うるさい。おとなしく言うこと聞けバカ野郎。はい。じゃあな。またな。あ。本当に大丈夫か？大丈夫です。なんかこうぼーっとするっていうか。どうして開式もしてないのに。シーフ、自覚がない。兄ちゃん、俺とカカが見てるからお医者を。任せた。取り囲め！必ず東王様をお守りするんだ！この感覚は俺へのお客さんだな。はぐれがこんなところまで。下士官長補佐法流星参りました。サイワと三頭はどうしたの？不在につき取り急ぎ私のみになります。こんな時まで対局しか見てないのか八千は。なんだ、全然飲まないじゃないか。結構です。今はそんな気分じゃないので。酒を飲むとそいつの真実があぶり出される。何か飲みたくない理由でもあるのか？さて、ここで一つ酒のつまみでも披露したらどうだ？あいにく持ち合わせがございません。つまらない男だ。ん？でっかい、どうかしたのか？何もありません。事足りましたからご心配なく。下がって援護に回れ！はい！暴走してるみたいだな。あの片池は厄介だな。さてどうしたもんか。外士！こっちだ！終わったみたいだな。しかしこいつらは一体。こいつらのこの正体は。何か心当たりでもあるのか？流星！カイジ、一応連れてこい。分かった。
何よあれ。こんなバカなことが。魂の暴走とムクロの融合、間違いない。あれは混沌の手駒になった奴らの末路だ。愉快な道行きは大変結構。ただし場所をわきまえるのだ。ここは立ち入り禁止区域だぞ。おかしいの。もう誰もいないと思ってたのに。向こうの騒ぎに関係しているようだな。モフモフはいるよね。モフモフ？なるほど。やはり今回の件、本当の狙いは白豪ということだな。ちょっと聞きたいことがあるだけなんだけどな。一体何をだ？遊んでくれたら教えてやるよ。お、返し？一応緊急事態だ。一緒に来てもらう。こっちも緊急事態なんだよ。俺強い。お、今なら見逃してやるけど。開式アスナ。うわお、何それ、すご破壊する。当たらないよ。うわ、捕まっちった。何それ、全然痛く。貴様、どうして何ともないのだ？どうしてって、そりゃあ答えは1個だしょ。俺が強いからに決まってるだろ。さて、このままやられる彼ではないでしょうが、果たしてどうなることやら非常に興味深いですね。いい加減さっさと吐いちまいな。一応に構わんでやってくれよ。はあいつはただの出来損ないの歌手で、家族思いのどうしようもない不器用なクソガキなんだ。てめえ。まあまあ、落ち着いてくださいよ。ランさん、私たちとて一応守りたいんですよ。彼は観察対象でしたよ。あなたと同じくね。俺は本当に
何も知らない。ではなぜ人間の子が鎮守の森にいたのか、あなたも気にならないというのですか？なんだ。待ちなさい、引きどういう状況なんだ？来るな開始。すごくまずそうだけど、お腹減ったから我慢しようかな。まずい、硬い。それに足りないな。全員息を止めろ。霧を吸えば体が動かなくなるぞ。いい加減にしろ。いきなり殴るなんてひどいじゃないか。おとなしく元に戻りなさい。やだよ、だって足りないし。食べ残しはいけないって母様も言ってたろ。その口で母を飾るな。色のないキャンパスに描いていたのはかつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまいそう。解放してあげなけりゃ先に進めない。自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのならいつもリアルを感じていけたら後悔という君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。不合理がでも君が選んだストーリー Remember it。 この建物ごと壊す気なの？流星おい、まだ寝てろって。二人を止めに行くぞ。バカ野郎、そんなことより早く手当てを。今はお刺しができそうにないが。流星様、無茶です。動かないでください。部下にばかり任せておけるか。年寄りは寝てろ。
俺が一人でやる。今回のおさらいはこの男です。どうぞ。孫東があんなに苦戦するなんて。まあでも多分俺の方が強いですけどね。調子乗んな。何せあいつは司教の一中混沌かもしれないんだ。神の獣神獣を暴走させたり融合させたりするのは混沌のやり方って外資が言ってたからな。俺がいなくて本当に大丈夫ですか？うるせえ、病人は寝てろ。ああそうだ、体調悪かったんだ。ってことで正気を失った引きとの対決やいかに、次回暴流の舞。白毫、それは竜王と並ぶ最高位の神獣であり月の卵の守護者である。かつては神獣たちの住まう鎮守の森、その主であったのだが、現在はこの世界その地盤を支えるため人柱として幽閉されている。そしてなぜ白毫が一葉を育てたのか、その動機は未だ謎のままである。 I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ Go on 夢の世界から Just play Roger the Haja I'm on now 君とだけより Accept this challenge Shining Without your talent 迷ったい方びれ揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, resonate beautifully Running around, around and down for years I call your name and find you no matter where you were I don't care how many times I lose myself Whatever happens, no I can get deeper The reason that we're in this season Take us and give it to the couch, your man more day 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ You got me step by step singing singing for you Yeah my chest are running running up For second step by step singing singing for you たとえどこにいても Just a new Yeah 誰にも邪魔させない You're like な思い抱きこて言えない Just a new 誰にも邪魔できない You're like な face 貫き hold it tight一応おい、何してんだあんた。医務室で休んでろよ。大丈夫だ。それよりも俺の術でお前の中心を一体だけならこの場に呼び出せる。誰にする？大丈夫です。カカオ。了解だ。食らい尽くしてやる。今の引きは
私のことを弟とは分かっていない。喉と肺が焼けちまいそうだ。それにしても待て。さあ引きついてこい。あのままお互い潰し合ってくれればいいのだが。ああ、それにしてもひでえな。おい、なんだあれは。気持ち悪い。捨てろ。殺せ。鼻がなんつう臭さだ。次やられたら鼻が終わるぞ。でも近づきたくないし、どうすりゃいいんだよ。一応せめて呼吸がしやすいようにこうで場を清める。おう、行くぞ。すっげえじゃん流星。おい最高だよ最高。くっさいのう。こっちじゃ。呼ばれてみればこのありさま。説明せ。まだ臭い？まだかどうかは知らぬが匂うぞ。さっきよりマシだが、確かにまだ匂うか。あいつらもここが臭くて遠くにいるんかのう。ってことで、くっさい原因はあれじゃのう。あれの中にどす黒い血が混じっておる。それが死肉を求めうろついておる。あのうねうねが諸悪の根源よ。おお、よくわかったな。ねへん、本能じゃ。なら偉くねえな。だったら一夜ごやってみろ。あ？やれるもんならやってるわ。ほれほれ、できんじゃろうが。うるせえ。やってみろと言ったらやってみるんじゃ。だからもうほれほれ。あ、もう。何やらかぐわしい香り、何かが漂い始めたな。なんだこれは。揺らせば破裂する香を焚いた。いつもより音の威力が増したはずだ。なるほど、面白い。頼んだぞ、カガ。よかろう。
ここはわしが勝たしてやろう。下品なウジ虫どもめ。わしの声を食らえ！どうじゃ。バカ、まだだ。え、まだ？死体の奥深くに逃げたやつには届かなかったか。バカ！そんな奴らにお前が負けるのかよ。でも一応泣くな。歌え。一緒にやってやるから。一緒に？お前が歌を？なあ。さっきの香のおかげか喉がスーッとしてうまく歌えるような気がする。まさか。先ほどの香に加える。行け。歌え一応。なんだこれは。歌ってない。いや、歌ってる。歌ってるんだ。これはなんて気高く透明で綺麗な子守歌。あの一応がなんだなんだ、何が起きてる。一応歌やめて。引きと返しが
苦しんでいる。一応しっかりしろへへ、驚いたな。まさかの自滅。あんなすごい歌声聞いたことない。さすがランさんの弟子だ。返しごめん。お兄さんちょっと興奮しちゃった。何かひどいこと言った？いや、何もない。今の何だったんだ？本当にまったく引きと外視。因果な双子よね。トーフ様。誰か医者を呼んで早く。どうしようかな。さてと、どこにもモフモフはいなかったし、腹も減ったし、帰ろ。開式点。あれ？何これ？お前が何者か知らないが、逃がすわけにはいかない。この死に損ないが。で、どうするつもりだ？貴様はどこにも返さない。北斗星君。ふざけんな！ザクだ！大したことなさそうだな。あ？トンロー！なんだ？くっそりゃ！コモン！六山！いい加減にしやが！これでどうだ？門獄、念書、無毒、破眼！
言っただろう、貴様はどこにも返さないと。これで終わりだ。何？逃がしたか。もう後戻りはできねえ。あの時、短い時間ではあったが、香が焚かれている間、お前は歌えていた。やっぱりあれ香のおかげだったのか。ああ、場を清めるための香に調香したものだったが、あれが効いたのだとすると、お前は本当は歌えない歌手ではないのかもな。俺が歌ん？あ、誰かいる。ん？色のないキャンパスに描いていたのはかつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまりそう。解放してあげなきゃ先に進めない。自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのならいつもリアルを感じていけたら後悔という君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。不にやっても君が選んだストーリー Remember it。 今回のおさらいは孫頭の攻撃をサンウが邪魔したってことだ。もう後戻りはできねえって、あの野郎一体どういうつもりだ。そうちょっと待って、もしかして戦闘が盗まれたのもあいつの仕業か。いやいや、それはまだわからないでしょう。次回を見ればわかるってことか。それはどうでしょう。ああ、どうなるのかめちゃめちゃ気になる。ってことで孫頭の命を受け、いざ海底の世界へ。次回10日の舞。祭、それは歌詞が尊かにより神々を封じ込める玉の連なり、歌詞以外が持つことを固く禁止されている国宝である。そんな祭だが材料も作り方も公開されていない。それを知る者はこの世にただ一人、
海の下の世界竜宮水府にある西英宮の主である乙姫のみである。見つからなかったのか。うん。そうか。竜が瀕死の状態で連れてきた名もわからない神。そいつを竜はよく面倒を見ていたが、ある日忽然と姿を消した。竜、大丈夫か？はい、もう大丈夫だと思います。そうか。失礼します。何の用だ？孫東様がお呼びです。至急下士官長室に向かってください。I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ Go on 夢の世界から Just play Roger the Haja I'm on now 君と仲より Set this challenge shining Without your talent 迷ったい方びれ揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around, around and down fires I call your name and find you no matter where you are I don't care how many times I lose myself Whatever happens, no one can get deep The reason that we're here is to Take us and carry just a couch your man more day 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ You got me step by step singing singing for you Yeah my chest are running running up For second step by step singing singing for you たとえどこにいても Just a new Yeah 誰にも邪魔させない You're like 思い抱きこて言えない Just a new 誰にも邪魔できない You're like face 貫きほじたい会えるぞ眉毛。お邪魔します。来たな一応。怪我だいぶ良くなったみたいだな。ああ、仙人であるこの私に心配は無用だ。で俺に何の用だ？まさか書類仕事を手伝わせる気じゃ。そんなわけないでしょう。あなたに手伝わせるくらいならその辺にいる猫の手を借りた方が効率的です。陛下、てめえ何してんだ？そういう質問をするあたり猫の方がマシだというのですよ。お前を呼んだのはこれだ。それサイの玉か？ああ、超強力な封印術七星を宿していたサイの玉だ。先の戦いで汚れてしまった。結局戦ってた相手って誰だったんだ？混沌の可能性が高い。混沌だと？ああ、確証はないがな。そして外から奴を助けた者がいる。お前にはこれを浄化してほしいのだ。他のサイの玉じゃダメなのか？これは特別製だ。作った職人の元まで行く必要がある。兵官に案内を頼んでいる。よろしく頼んだぞ、兵官。孫東様の命なので仕方ありません。それでは行きましょうか。どうやって進むんだよ。上はどこに続いてんだ？蘭様の資質です。本日はこの下の道を行きます。私から離れすぎると死ぬので気をつけてください。チーフ、蘭さんにはまだ会えないんですか？ああ、大方まだ悩んでんじゃねえのか。
白と自分は大事ないって連絡来て、あとは何も知らねえよ、あんなバカ。着きましたよ。ここが蔡英宮です。陛下、なんぞ珍客を連れておるの。お邪魔いたします、乙姫様。彼らは蘭様の弟子です。孫東様の命により同行させました。ほうしてどのような要件なのじゃ。何でも蔡に汚れがついたようで。これはひどい。この際ははるか昔、私が長い時をかけ作り上げた。このように汚されるのは混沌が逃げ出した時以来よ。やっぱり孫東が戦ってたのは混沌ってことか。これはすぐには浄化できん。しばし時間をくりゃれ。その間は宴でも開くに、この母子の相手でもしてくりゃれ。あ、親子だったのかよ。言う必要ありませんでしたので。皆の者、宴の準備じゃ。蔡ってのはどう作るもんなんだ。見えるかい？一つの貝の中に一つの蔡。まるで真珠だな。しかり少しずつ大きくなっていく。ああ、ちょうど一つ生まれるな。私の卵だ。卵？そう嫌わないでおくれ。そういえば浄化にどれくらいかかるんだ。何、しばしと言ってもほんの30年ほどで済むわ。は？ん？何か問題があるのかの？問題しかねえよ。いいじゃないですか。待ちましょうよ。バカ言うな。食に理性が負けてん。何か術にかかってんじゃねえか。カカモか。ゆっくりとたゆたってお行き。頼んだ。毎度毎度面倒ごとに巻き込まれる男だ。ほう。先日の襲撃犯は混沌で間違いないようだ。なるほどね。司教か。厄介なことだ。むしろ相手が司教でよかった。我が国最高の歌手が重傷を負わされたんだ。司教なら言い訳も聞くさね。どうして？なんだい蔡は聞こえないよ。どうして私を幽閉したのですか。私がいればもっと被害が減っただろうに。まあまあ、そういきり立たないで。結果として混沌を誘い込むことができたじゃないですか。しかし。ところで一応のことですが、なんでそこまであいつを。彼は月の卵以外に興味がない白毫に育てられ、初めての実戦で行為の心中を従え、戦闘を食べずに外国で活動できた。興味を持たない方がどうかしているでしょ。さらに先日、彼の歌声で比企と外子の攻防を制したと聞きました。やはり彼は我々が探す司教を制圧できる歌手ではないかと考えるのですが、どうでしょう。白毫だけじゃなく一応まで人柱にしようというのか。おい、起きろ。またくだらんことに巻き込まれやがって。乙姫は？お前が寝てる間にどっか逃げた。高麗より
海の底に住まうのは人には手出しできぬくせ者ばかり。それを分かっているくせに己から入り込んで助けてくれとは実に滑稽だな。さっさと出口を探せ。貴様がやれ、この低能。水属性だろ、なんとかしろ。気色悪い部屋だな。おい、入り口はあっちだぞ。閉じ込めた相手を入り口から返すバカがどこにいる？入り口を開けたら最後、海水が怒涛のごとく流れ込んでくるだろうよ。その通りです。誰だ？私はごっこと申します。今ならまだ正式なお客様として最上級のおもてなしをさせていただきますよ。こんな宮の最上級のもてなしなんぞに何の興味もない。では抵抗すると？魚類ごときが水の主に口を聞くのもおこがましいわ。それ、卵も貝も流れるぞ。ご覧の通り、この程度の水流で卵が流されることはありません。そしてここから自力で出られた方は一人もいません。おい、こら、むちゃくちゃやりやがって。あんまし度が過ぎると。過ぎたらどうする？また封じるか？そうなったら大掛かりな術は何も使えんぞ。この俺でないと脱出は難しい。そう思ったから呼んだんだろう。分かったら俺に文句をつけるな。俺が主だ。お前が何をしようとそのツケは全部俺に回ってくるんだからな。そんなもの知ったことか？お前がどんなに嫌がったってお前は俺の重心なんだ。なら手放せばいい。その方がお互い煩わしくなくなっていいだろう。お前が言ったんだ。そばにいる方が得になるってな。だから俺は。俺でない時に俺の心を探るな、卑怯者。行くぞ、主殿。ここから出たいんだろ。俺は閉じ込められるのも拘束されるのも大嫌いだ。ずっと一緒にいても天候のことはわからない。初めて会った時のあいつを見る限り全身だったとは思えない。根っからの悪心が記憶をなくしたとてあんな無垢になるものだろうか。どの天候も一人の天候なのに俺はよく分かってない。ここもか。水の壁だらけだな。やっぱり兵官のクソガキが持っていた明かりがないと無理か。あれを探して手に入れるのが一番楽に脱出できる方法だ。って言ってもな。ねえ、もしかしてそれってこれのこと？誰だ？バー、こんにちは、お客様？バー？これをよこせ。断れば容赦し。何やってんだよ。すまん、謝るから泣くな。その明かりくれるか？そしたら受け取ってすぐに出ていくから。欲しい？おお。ダメ。この水中刀はお父様の鱗で作った大事なものなの。お父様の鱗？そう、あげちゃうと怒られちゃうわ。だから私が出口まで案内してあげる。か？不審者を連れて歩くほどの愚か者ではない。消えろ。もう意地
しおる。じゃあ一緒に行くのがダメならこうしましょ。お兄さんたちどうしてもこれが欲しいんでしょ。追っかけっこしましょう。待ちやがれ。くだらん。くそ、どこ行った。なんだこの部屋は。動くな。どうやってこの部屋に入った。あれ、一応じゃないか。なんだお前、どうしてここに。ったく、無茶しやがって。すまん、見慣れない人影があったもんだからついな。ついで殺そうとするなよ。なあ、この部屋は。ここは行方知れずの妹の部屋だ。妹？ああ、竜王。うちの親父には9人の子がいる。俺から始まってチフ、司教の引き、それに外司、フォロー、長風、墓、兵官、関将。兵官の兄貴っつうことはお前も乙姫の？いや、フォローから下の連中と母親が違う。つうか、乙姫を知ってんのか？その乙姫に閉じ込められてんだよ。なんかすまんな、うちの身内が。ここに来るときいくつも並んだ窓があっただろう。なあれは俺たち兄弟の指定につながっているんだ。だから本来は近づけないように迷いの呪が施されている。なのに来れたってことは乙姫が恋に招いたとしか。いや、途中で案内するって頭のネジが緩そうな女に会って。誰なんだ？さっき言った下の方の妹だ。ってことはあいつが言ってた水中刀に使われてるってのは竜王の鱗だったのか？ああ、あれを持たない者は水牢をさまよい、最後には蔡英宮の養分になる。あれ、気づいてなかったのか？ここはそもそも乙姫の体内みたいなもんなんだぞ。早く脱出する！水中刀は俺のがある。出口まで案内してやる。待ってくれ。同行人がいる。外にいると思うんだが。じゃあ迎えに行くか。ここではぐれるのは危険だしな。そういえば。なんだ？お前はどうして自分の部屋じゃなくてここにいたんだ？お前には関係ない。これは何の真似ですか、母上。頼まれたのだよ、竜王に。あれを虜にしておけるならそうしておいてくれと。調べたいことがあるのではないかい？どこに行ったんだあいつら。同行人って天候とかいうあの水属性の重臣か？なあ。奴は何の種族だ？知らない。俺はあいつのこと何も知らない。はあ、どうせ今まで分かろうとしてこなかったんだろう。人は言葉を惜しみすぎる。いや、人だけじゃない。俺たち神もそうだ。もっと言葉を尽くせばこんなにもばらけずに済んだかもな。世の中にはそういう人と人の間をうまくつついてくる狡猾な野郎が多い。例えば宗龍とかな。宗龍か。宗龍、決済。その名を聞くのはいつぶりだ。なんだ、知ってるのか？俺じゃなくて天候のやつが知ってるようだった。宗龍を知っているのか？いや、昔の天候が。今は
俺の決済ミスで記憶がないから多分知らないと。探すぞ。おい、天候に照らしはするなよ。話を聞くだけだ。そんな雰囲気じゃねえぞ。一体何があったんだよ。宗龍は過去混沌と結託して司教を解き放ち、俺の目を潰し、弟の引きの足を潰し、妹のチフの居場所を潰した。俺は宗龍と混沌だけは何があっても許さない。そして奴が使える強行もな。そうか、俺は司教を探すと言っておいて奴らのことを知らなさすぎた。司教ほどの悪神ともなれば、その力に従う眷属や配下の神がいる。捕らえられた主を取り返そうとしないわけがない。天候が司教に近い部下の一人だったとしてもおかしくはない。まさかあいつが宗龍？色のないキャンパスに描いていたのはかつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまいそう。解放してあげなきゃ先に進めない自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのならいつもリアルを感じていけたら後悔という君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。不にあっても君が選んだストーリー Remember it。 今回のおさらいは、お前宗龍なの？え？正直に言ってみ。いきなり何ですか？宗龍なのか聞いてんだよ。わかんないですよ。なんでだよ。誰かさんに記憶飛ばされてるからですよ。でも宗龍が封印されてるって言われた遺跡にお前封印されてたよな。覚えてないですけど、はい。ってことは？そういうことですかね。知らんけど。あはは。ってことで、ついに明らかになる天候の過去、そして乙姫の目的は次回忘れないの舞。旋回に君臨する最高位の神獣竜王、その子らである竜星九死。彼らは主に旋回における流通や外国へとつながる水門の管理を担っており、竜王の一族として権勢を誇る存在である。まさかあいつが宗龍？天地が滅んでも俺は許さない。おい！邪魔をする気か？あいつが敵に回るかもと思っただけでこんなにも足がすくむものか。天候はそいつらとは無関係だ。何？絶対に見つけても手出しはするな。てめえじゃなきゃ今度は俺があんたを許さねえからな。
wanna be a free you belong 怖くたって負けないさ Go on 君の世界からシャツパイプラジャタハジャ I'm on now 君とだけより Accept this challenge shining Without your talent 迷ったい方びれ揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around, running around Around and down for years I call your name and find you No matter where you were I don't care how many times I lose myself Whatever happens, no one can get it The reason that we're in this season Take us and give it to the couch Your man more day 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ I wanna be where you belong 怖くてて負けないさ You got me step by step sing it sing it for you Hear my chest I want it right now First I get step by step sing it sing it for you たとえどこにいても Just a new Yeah 誰にも邪魔させない You like 思い抱きごday and night Just a new 誰にも邪魔できない You like a face 貫き hold it tight言っただろうバカが。少し話を聞くだけだ。あのな、司教に直接関係するようなレベルの神がお前なんかに仕えてるわけないだろう。だよな。一葉のやつどこに行ったんだ。血と腐った肉の匂いがするぜ。誰だい？ここには知らない人が入ってこれるはずないのだけれど。貴様こそ誰だ？ああ、でも誰でもいいから食べるもの持ってない？それか持ってないなら君を食べさせて醜悪な。ああ、実に醜悪だ。だが禁忌を破りここに立ち入った貴様よりマシだ。どうやってここに侵入した？殺されても文句はないな。殺すのかい外士殺したら死体はこの牢の中に入れておくれご飯だご飯食事は別にあります。
いただきます。この場で不必要な血を流すことにならなかったこと感謝するんだな。こんな囚人に何ができる。侮辱は許さんぞ。外資外資ご飯ありがとね。別に仕事ですから。お疲れ様。君の言う通り司教は囚人。ここでこうして柱としてつながれてるのがお役目。時々お外に出してもらえるけど、次の地震に備えてここにいないとね。次の地震に備えてどういうことだ。地震の揺れを吸収するんだけど大変なんだよね。体中の骨を万力で絞られるような感覚。大昔は4人いたけれど、今は俺ともう一人でそのお役目をしてるんだ。大変でしょ。それはそうと、やっぱり記憶がないみたいだね。なぜそれを。もう一度顔を見せてくれ。僕なら君の正体がわかるかもしれないよ。貴様、俺のことを知っているのか。さあ、どうかな。教えろ。俺は誰だ。俺の名は何だ。何の音だ。どこの部屋から。まさかここに入っていったのか。行くぞ。ちょっと。ここ。いた。ああ、やっぱり。なぜ君がここにいるんだい、宗龍。え？宗龍。宗龍、それが俺の名だというのか。そうだよ。正しくは宗龍のうちの一人だ。宗龍のうちの一人。宗龍は9つの頭と体を持つ邪神9人いるんだ。以前とは表情も雰囲気もまるで違うから気がつかなかったよ。宗龍は過去混沌と結託して司教を解き放ち、俺の目を潰し、弟の引きの足を潰し、妹の治癒の居場所を潰した。
違いじゃないのか、ヒキ。そっくりなんだよ。大昔チフ姉さんと一緒に俺の鎖を取りに来た。彼と宗龍とは死去を逃がした罪人の名。嘘だ。一応そんなの見間違いだろ。俺の中心なのにこいつが宗龍なわけがない。そんな力俺にはない。俺はお前よりヒキの言葉を信じるぞ。ヒキがここで嘘をつく必要がどこにある？天候はこの国を守り死去を狩ろうとしているカシの明確なる敵。嫌だ。一応目が覚めたか、バカ者。天候。寝ぼけてないで起きろ。重い。ここは貴様が盛大に倒れたから出てきたんだ。俊元は何かされなかったか？お前に呆れて小娘を一人で探しに行った。ここで休んでおけとさ。そうか。なあ、お前さっきの。やかましい。まだ何もわからんだろう。お前がどうして俺を従えていられるのかも分かっていないというのに。だからまだ余計なことを考えるのよ。いいな。もしかしてお前も不安なのか？そうだな。ここを出たら俺とお前を探しに行こう。ここにもいない。先生いない。もうまたカカ置いてった。お、土と葉っぱ、あとなんか先生の匂い。お二人とも探しましたよ。勝手にうろつかれては困ります。おい兵官、こっちの用事はもう済んだんだ。ここから出してくれ。それはできません。あ？父上と母上からしばらく出さないようにとのご命令です。竜王と乙姫の目的は何だ？父上は白豪が守護すると言われる月の卵を探しておいでです。白豪本人が月の卵のありかについて口を割りませんので、あなたから情報を聞き出そうというおつもりのようです。ひいては白豪が育てた人間であるあなた自身にも興味をお持ちのようでした。いや、ちょっと待て。月の卵のありかなんて俺は。でしょうね。こんな粗骨者に白豪が重要な情報を与えているとは考えにくい。おい、今なんて言った？そもそも激しく腹立たしいことですが、
父上に対し敬意を払う様子もなく、全くもって失礼極まりないあの巨大猫。閉館てめえ、それ白のことかこの野郎。そうですよ、あんな失礼な巨大猫、白豪以外にいてたまるもんですか。ふざけんなよ閉館こら。おらって何ですかこら。訂正しろ。なんなんだこのファザコンコンビ。そうです。私は父上を尊敬しております。あなたはご自分の親のことを尊敬していますか。いいえ、むしろあなたは親のことをどのくらい分かっているのです。白は白はくそ、天候の次は白かよ。白は何だろう。遥か神話の時代、神々が天を持ち上げ海を沈め大地を作ると、やがて人間という賢き者たちが現れた。母上。そして人間たちは自らの理想郷を求め竜王に願い出た。すると竜王はその願いを叶えるために旋回を作られた。一方、人間を愛さぬ獰猛な獣白豪は命の番人として寿命長き仙人となることを望み始めた人間たちを次々と食らっていった。すると竜王は白豪から命の元を盗み、二人の男女に与えると西王母と東王府として国の繁栄に努めさせた。よって命の元を盗まれた白豪は竜王を激しく憎み続け、未だ許すことはないのだ。と、ここまでが私の知っているこの国の昔話だ。んなもんただの昔話だろ。そう、昔話だ。作り話ではない。っていうか、白が人間を愛さぬ獰猛な獣ならば、なぜ白は俺を愛してくれるんだ。それまさか俺が人間ではない。俺は誰だ。その様子じゃと月の卵のありかを知っているようには見えんな。ああ、本当に知らねえ。だからここから出してくれ。別に逃げやしねえから。では一つ条件を飲むなら地上へと戻して信ぜよ。キャンパスに描いていたのは、かつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまいそう。あげなけりゃ先に進めない。自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのなら、いつもリアルを感じて
それでは陛下、後のことは頼んだぞ。陛下のことしっかりと面倒見ておくれ。お前の重臣として。なんでこんなやつを重臣に私だってこんな粗骨者の重臣になる。カカ先生バカ、お前どこ行ってたんだ。先生こそバカ、どこ行ってたの？何？お前その花どうした？先生帰ろう。おう、そうだな。よし、こんなところさっさと帰るぞ。おかしいの。あの花どこから持ってきたんじゃ。今回のおさらいは、月の卵を探してる竜王が俺にも興味を示してるってことだ。月の卵のありか知ってるんですか？知らない。白が隠してるらしい。そもそも月の卵って食べると王様になれるやつですよね。そう。竜王も王様になりたいんですか？竜王ってくらいだから竜王はもう王様だろ。じゃあなんで月の卵を探してるんですか？他に目的があるってこと？ってことで、西英宮から戻ったのもつかの間、旋回に再び危機が訪れる次回離別の舞。遥か神話の時代、人間という賢き者たちが誕生した時、大地は荒れ果てていた。彼らは竜王に自らの理想郷を築きたいと願い出た。竜王はその願いを聞き、旋回を作った。人間たちは平穏に暮らす場所を手に入れた。人間たちはその後、寿命長き仙人となるために命の番人である白毫の祝福を受けに行く。しかし白毫は人が長く生きることを良しとせず、やってきた人間を食らった。それを哀れと思った竜王は白毫から命の元を盗み、二人の男女に与え、これを西王母と東王父として国の頂点に据えた。命の元を盗まれた白毫は激しく竜王を恨み、以後今でも竜王を許すことがないままである。I wanna be your friend, you belong 怖くたって負けないさ Go on 君の世界から Just play but just touch it I'm up now 君と泣くように Set this time and shine it Without your telling it 迷ったり片びれ揺れる鏡の奥からずっとある音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around, around and down fires I call your name and find you no matter where you were I don't get how many times I lose myself Whatever happens, no one can get deep The reason that we're here is to kiss him Take us and give it to the couch, your man more day 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ You got me step by step singing singing for you Yeah my chest are running running up For second step by step singing singing for you たとえどこにいても Just a new Yeah 誰にも邪魔させない You're like 思い抱きこday and night Just a new 誰にも邪魔できない You're like gonna face 貫き hold it tight玉ねぎとお肉買い忘れはないよね。カカ、
そんなに陛下が嫌いなの？ここあいつ嫌い。陛下も兄ちゃんの重臣になったんだから仲良くしないと。狭い部屋に埃っぽい空気、ちゃんと掃除しているんですか？安宿にしたってもう少しなんとかできるでしょう。あー、うっせえな。細かいことをぐちぐちと。文句があんならてめえでどうにかしろ。は？なぜ私がそのようなことを？家主はあなたでしょうが。なあ、家主だ。ということはお前は居候。居候は家主の言うことには従うもんだろ。勘違いはよしてください。重臣というのはたまたま便宜上のもの。私は客人です。あなたのような庶民と同じレベルで暮らせません。相応のもてなしを要求します。このズボラ歌手、この居候、このポンコツ歌手、居候。ただいま。ああ、おかえりなさい。ご飯ですね。ご飯ですよね。うん、まだやってるんだ兄ちゃんたち。ですよ、うるさいですよね。ご苦労だったな。今うまいもん作ってやるからちょっと待ってろ。うまいもん何作ってくれるんですか？まあできてからのお楽しみっつうことで。ほらよ、俺の18番ルーローファンだ。あったかいうちに食え。いただきます。いただきます。うまいか？庶民の食い物も悪かねえだろ。お高くいると損するぞ。そうですね。すみません。おいしい。そうだろそうだろ。そう警戒すんなよ。記憶がないみたいだし今は何もしねえよ。今はね、どうせついてきたのは見張るためだろ。疑り深いやつね。おかわり。おう、まだあっからどんどん食えよ。ごちそうさまでした。では早速そこの歌詞について探りましょうか。いきなりなんだよ。人間を愛さぬ白豪が慈しむ存在を気にするのは何も不思議なことではないでしょう。確かに。つってもどうすんだ？白豪に聞くのが確実ですが、あの巨大猫が大切なことを我らに教えるとは思えません。まあそうだろうな。次に蘭様に聞くことですが、あの方は必要以上のことを探ろうとしてこなかったみたいですから、私たちよりもあなたの正体に詳しくないはず。じゃあどうすんだ？本人、あなたは一番ものを知らない。どこへ行くんですか？ソンタのとこに報告行ってくる。まだ話は終わっていません。詳しくない俺がいても意味ねえだろ。待ってください新兵。俺も行きます。カカって感じで乙姫に解放された。そうか、無事に戻ってこれて何よりだ。まったくだ。お前の正体か。うん、確かに白豪は人に興味を示さない。月の卵だけに固執する神獣。そんな白豪が守るお前が月の卵と関係があるのは必然か。身に覚えはないのか？覚えっていうか、この翼がその月の卵ってのとなんか関係があるのかもしれないな。月の卵は羽が生えているという。
前から思っていたが。お前から甘い匂いがするのだ。先生はいい匂いがするから好き。確かにシーフーって美味しそうな匂いがしますよね。美味しそうなって。その匂いは戦闘と似ていないか。おお、確かにそうかもしれないですね。月の卵は戦闘の木の源だから、月の卵が戦闘と似た香りを持っていても不思議ではない。ということは、仮にお前が月の卵またはそれに近い存在だとして、私が戦ったあのウサギ面、あやつが混沌ならば、この世の覇者となる力を得るために。俺を狙っている。やれやれ。サイの浄化を頼んだだけなのに、とんだ難題を抱えて戻ってきたものだな。俺が月の卵。それに天候。あの正体不明の恐ろしい力、禁術での決済。実力にそぐわない力を持つ天候を従えるのも、お前が月の卵に近い存在であるならば説明がつく。やっぱり俺、宗龍さんなんです。天候を見つけたあの場所には年に一度宗龍が来るという伝説がある。自分のうち一人があそこに封印されていたから探していたと考えれば納得がいく。混沌が一葉を、宗龍たちが天候を狙っている。一葉、お前には今後歌手の仕事の一切を禁止する。なんでだよ。当たり前だ。狙われているのはお前たちなのだぞ。今後お前には常に監視がつく。いずれこの宮に移り住まわすから用意をしておけ。つまり俺を飼い殺すってことなのか。それまでにその首の翼は絶対に誰にも見せるな。いいか、絶対にだ。ああ。失礼します。どうした。八千の命により一応下士官の重臣天候を引き取りに来ました。何？おい、ふざけんな！一応さっきも言っただろう。賢明な判断だ。行くぞ。シンフ、俺一応の重臣である天候は他の宗龍とその主教皇が接触してくる可能性があるため、我々の監視下に置くとしましょう。すまない、一応。果たしてあれでよかったのだろうか。いや、情は捨てたはずだろう。それに俺にできることなど。そんなのおかしいです。人のために働く人が情を捨てるなんて恐ろしいことですよ。摂理、俺は親父、
三羽か。何の用だ。一葉から重心を奪ったそうだな。お前らはどうして人の大事なものを奪っていく。世の安寧のため必要だからだ。世界から見たら取るに足らない一人かもしれないが、誰かにとってはその一人がいないだけで世界は一変する。そうは思わないのかよ。そうだとしても私たちがやることは今後も変わらない。だったら俺がそんなもん全部ぶち壊してやるよ。怒りと復讐心は必ず自分自身を傷つける結果になるぞ。誰かさんのおかげで今さら傷が一つ増えたところで何も感じねえよ。バカ息子が。二人とももう遅いですし、いい加減寝たらどうですか。兄ちゃんどうしたんだろう。まったく子供に心配かけてどうするんですか。兄ちゃん。先生。孫東さんのとこで何かあったの？天候帰ってこないの？初めに城が取られ、次に朱林が。今度は城を助ける手段と天候か。何が月の卵だ。俺にどうしろっつんだい。人間とかそうじゃねえとか知るかよ。何でもかんでも取っていきやがって。ふざけんなよ。一体どうしたんでしょう。望んだものはそんなに大層なものだったろうか。親、友人、相棒、ただ共にあれと、それだけなのに。国が憎いか？憎いと思うなら手を貸すぞ。お前。仙人どもは人間から生まれていても、もうすでに人の心など持ってはいない。体が人の寿命を超えたとて心は死ぬんだ。三羽。連中の正体は醜い化け物だ。お互い取り戻したいものを取り返そうじゃねえか。前に言っただろ。いつか機会は巡ってくるって。巡らせるんだって。今がその時だ。失ったものを取り戻す。ああ、俺は囚われた兄弟分と母の誇りを取り戻す。お前はお前の失ったものを取り戻せばいい。どうやって？簡単なことだ。仙人たちが人間を支配するこの構造を否定するのさ。八千どもを殺すことで。何を？バカな。できるさ。そのための力をいただいている。来い！中心！火をつける者ラシャプ、またの名をヤノー。決済の契約により我がしもべとなった神だ。ご命令を、我が主。バカな。
可視感以外が重心を従えるなと。ところができるのさ。ありえない。物事には裏技っつうものがあるもんなんだよ。ほら。それはまさか。人の身で神の力を借りるため、その身をもって対価とする失われた呪法。こうすれば奴らに思い知らせて。その術、なんだ。代わりにどんな対価を払う？まあ多少術者の体に負担はあるが、そんなもの大したことじゃない。重心になるやつはどうなんだ？何言ってんの？記憶や人格が飛んだりするんじゃないのか？ごめん。あの時の天候のように。だからどうだと言うんだ？力がなければ何も変えられない。そんなことはさまつな問題だ。人格をねじ曲げ意志を奪う。それはお前が憎む八仙たちと同じじゃねえのか？違う。俺はバカだから理不尽だと思えば文句も言うし立てつく。納得するまで受け入れたくはねえ。でもな、同時に分かってもいる。俺を守ってくれて、どうにか居場所を作ってくれて。利用されてはいるんだろうけど、それでもその中にそれ以外のものが混じっているのを。俺はバカだが越えちゃいけない一線は分かってるぜ。サンウ、その術を誰から学んだ？一連の事件もお前の仕業なのか？知っていること全部吐いてもらうぞ。残念だ。お前なら賛同してくれると思ったのにな。昔馴染みだから殺したくはなかったが、お前も連中の一味でシュリンの敵っつうことなら殺せ。消し済みになれ。将来バカな野郎だ。悪いな。何？雷ご馳走してもらって。そいつ雷樹か。さてサンウ、何発ぶん殴れば正気に戻るかね？色のないキャンパスに描いていたのは、かつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまいそう。解放してあげなきゃ先に進めない。自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上に狙って飛びたいのなら、いつもリアルを感じていけたら、怖いという君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。不になっても君が選んだストーリー Remember it。 今回のおさらいは、なんで俺がサンウと戦うことになってしまったのかだ。シーフーの友達なのに。しょうがねえだろ。
あいつが今回の一連の事件、混沌の野郎をああいう形で旋回に招き入れた協力者だったんだから。本当に否定しなかったんだよ。とにかく混沌が暴れたあの時は大変な騒ぎでしたからね。とか言っちゃって俺は寝込んでましたけど。確かにあの大変な時に。はい、寝込んでました。お前今回もそうだけど大事な時に現場にいないのな。ってことでシーフーとサウさんの戦いの行く末は次回ウユの舞。カシが決済によって連れ戻した真珠は本来調教師により専門的な能力を与えられ旋回での仕事に従事していくのだが、捕獲したカシ本人の希望によっては主従関係を結び、そのカシのしもべの神、つまり従神となるのである。初めてサンを抱いた日、その愛しさで泣いた。お前も連中の一味でシュリンの敵っつうことなら殺せ。将来バカな野郎だ。あ、悪いな。何？雷ごちそうしてもらって。そいつ雷獣か。さてサンウ、何発ぶん殴れば正気に戻るかね。将来竜でも全てを吸収しきれないか。I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ Go on 夢の世界から Just play Roger the Hodger I'm on now 君と仲良り Set this challenge Without your talent 迷ったい方び揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around, around and down for years I call your name and find you no matter where you were I don't care how many times I lose myself Whatever happens, no I can get deeper The reason that we're here is 희생 Take us and carry this and count your memory 毎歌う君の名前を抱きしめて離さないよ I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ You got me step by step singing singing for you Yeah my chest are running running up For second step by step singing singing for you たとえどこにいても Just in you Yeah 誰にも邪魔させない You like な思いだけごday and night Just in you 誰にも邪魔できない You like な face 貫き hold it tight
カカ毒には耐えられないようだ。矢野王は災いの王。雷と嵐だけでなく、こうして毒も自在に操る。さあ食らえ。カカどうだこの力は。この俺に混沌様のご加護ある限り、もう誰にも好き勝手はさせん。孫、お前混沌の手下なのか。言っただろう、貴様はどこにも返さないと。これで終わりだ。すると孫頭の邪魔をしたってのも。逃がしたか。もう後戻りはできねえ。お前の仕業だったのか。せっかくだ、教えてやろう。混沌様は言ってくださったんだ。八千を殺して奴らが築き上げたくだらない秩序をなくして、理想の世界を取り戻そうとな。確かに下士官庁の攻撃からあの方を救ったのはこの俺だ。てめえそもそもあの方が存分に旋回で暴れられるようにと、ありとあらゆる手引きをしたさ。そうだな、例えばあの方にいい頃合いで地震を起こしていただいて、その隙に戦闘を盗んだ。その結果、あんな簡単に八千の一人を牢屋にぶち込めるとはな。さあまあ見ろだ。何の音だ。混沌の加護を受けているというなら、お前を倒せば混沌が出てくるんだな。混沌のこと話してもらうぞ。炎を操るなんて、一葉は何者なのだ。それに比べて私はこいつの背中に隠れるだけか。ライジュ、その鳥を私に任せなさい。聞いてくれ。よし。毒消しの他にできることは何だ。考えろ、考えろ。何？母上のようにきっと私だってできる。不浄の者よ、浄化するのだ。あれ、なんだ。
き通るような。おい矢野。そして心とろけるような歌声。矢野王が神戸を垂れた。そこまでだ。おとなしく捕獲されろ。干渉令。このバカ息子が。おい矢野。そうだこっちだ。早くしろ。おい待て矢野。俺はお前の主人だぞ。サング。世界から見たら取るに足らない一人かもしれないが、誰かにとってはその一人がいないだけで世界は一変する。そうは思わないのかよ。サング。初めてサングを抱いた日、その愛しさで泣いた。この者を今すぐ牢につなげ。しかしその方はご子息では。そうであろうとも、摂理とサング、愛するこの二人を守っていくのだと。俺、父上みたいな強くて優しい艦長になれるかな。ああ、しっかり武芸に励みなさい。そのためなら何にでもなると。こやつは国を裏切った処刑するべき男だ。真犯人が見つかった。誰だ。すまない息子だ。本来なら息子ともどもこの首を差し出すところだが、この身は8000、我が命とて我が物にあらず。この上は私が独房にこもり、1000日万日の瞑想に。そんなことさせられるか。ハッセンとて心が折れたら死ぬんだぞ。イナフ。それが唯一罪をあがなう道なら、たとえ万年とて耐えてみせる。代わりにもし許されるのであれば、息子の処罰後、その亡骸を母親の墓に入れてやることだけはどうか頼むラン。落ち着け勝利。一応その息子はどうなってるんだ。無事なのか。たく人の心配してる場合かよ、このお人よしが。全身に回った毒はそのまま意識のない状態でハッセンのところに監禁されてる。意識が戻ったとしても刑の執行まで苦しめるのも処罰のうちだ。おい勝利。心配すんな。今頃兵官がきれいさっぱり毒消ししてくれてる。そうか。サンウが旋回を裏切ったのは、あれの母親が既得状態の時、己
お前に取り継がなかった自分の責任だ。それは違う春芸殿。あの日先の聖王母様の下級の事態に護衛官長である私が妻の危篤だとて家に戻ることなどできないと。あなたはそれを知っていて憎まれ役を買って出てくださっただけ。感謝こそすれ。今の今まで恨んだことなどありませんよ。頑固者め。息子のこともお前のこともできるだけ根回ししてやる。お前もすまなかったな。俺は白と天候と、あとそこのクソ真面目が自由になればそれでいい。一応にしても白のこと天候のこと、何より自分のことさえも知らない。一体俺はどうなっちまうんだ。ところで天候は？シーフ、もう待ちくたびれちゃいましたよ。まったくいつまでたっても心配かけるんだから。シーフったらパワハラ反対。そこで揺れとけ。シーフハラスメント。シーハラはいかん。シーハラはそう怒るな。一応心配してたってのは本当なんだよ。そうですよ。心配しすぎて全く食欲がなくて。天候だから流星さんのご飯最高なんですけど、丼3杯で遠慮してたんですよ。ちくしょう、本当はもっと食べたかったのに。結局食欲あんじゃねえか。ハラスメント帝王。まさかカン殿のご子息が混沌の手下だったとは。八千のご子息が混沌にそそのかされたことは問題だが、それよりも可視感でない人間が禁術によって重心を手に入れた。これが一番の問題だ。そうだな。万が一にでも旋回に禁術が流布しようものなら、人と神の関係は瓦解するぞ。一応も知っての通り、禁術は体を蝕む。ああ。さらに可視でないものが使えば、その蝕む深度は瞬くまであると言われている。そうなればこの世界は荒れ果て、待っているのは地獄のような、まさに字は違えど秩序なき混沌の闇だ。しかしあの子供じみた混沌に旋回をどうこうするなど図れるとは思えん。他に必ず策士がいるはずだ。もしかして混沌には明確な目的などなく、先ほど言った秩序なき混沌の闇を求めてただただこの国の秩序を破壊したいだけ、そういう可能性はありませんか？つまりそんな考えなしのけだものを柱として利用しようとするのがいけないと。しかし実際そうせねばこの国は立ち行かんだろうが。結局この国の仕組み自体が争いの火種を作っているのかも。一応久しぶり。少し二人で話さないか？雲の中
いていたのはかつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまりそう。解放してあげなきゃ先に進めない自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのならいつもリアルを感じていけたら後悔という君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。無理やっても君が選んだストーリー Rememberお前。今日は礼を言いに来ました。今回の件ではひどく面倒をかけたから。別にお前は何も。サンは私の家族でもあった人だから。じゃああいつが取り返したがっていたのって。うん、多分私のことだろうな。ねえ、一つ一葉にお願いがあるんだ。え？今回のおさらいは改めて混沌の目的は何かってことだ。確かシーフを食べてこの世界の覇者になるでしたよね。俺が月の卵だって決めつけるな。食べてって。もしくは流星さんの話ですよね。ただただ秩序を壊して混沌の闇を求めているだけかもって。だとしたら理不尽すぎだろ。でも混沌を含めた司教を捕まえて柱として利用しようとしているシーフーたちも理不尽っちゃ理不尽ですよね。ってことで久しぶりの再会を果たした白手輪が一葉にお願いしたいこととは一体。次回白虎の舞。鎮守の森とは旋回の中心に存在する神の領域。竜王一族によって統制されており、内部のことはごく一部の者以外知ることは許されない。かつて鎮守の森の守護者であった白豪はその地で一葉を育て上げた。そして白豪が去った今、その地は謎を残したままである。サン、お前に聞きたいことがある。混沌のことで知っていることを全部吐いてもらうぞ。 I wanna be a where you belong 怖くたって負けないさ Go on 夢の世界から Just play バジェットハジェ I'm up now 君と泣くように Set this generation Without your telling it 迷ったい方びれ揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around, around and down for years I call your name and find you no matter where you were I don't care how many times I lose myself Whatever happens, no one can get deeper The reason that we're in this season take us and give it to the culture man more day 舞い歌う君の名前を抱きしめて離さないよ I want
邪魔させない揺らがない思いだけが day and night Just in you 誰にも邪魔できない揺らがないフェイス貫き hold it tight 流星様の庭はいつも見事だね。お前もそう思うだろ？別に。お前はやはり花より団子か。孫東様のご指示でここに移り住むんだろ？何でも歌手の仕事を禁じられたとか。不満みたいだな。当たり前だ。なんで俺がこんなとこに住まなきゃなんねんだ。それに歌手の仕事だって。ラン様に言えば何か別の対応をしてくださると思うけど。あいつに頼るのはごめんだ。お前は優しいな。言えば余計な苦労をさせるからな。ラン様はカン親子の処分を軽くできないか必死で交渉なさっている。本当に優しい方。ただバカなだけだ。全部の責任はてめえが負うもんなんだと思い込んでやがる。仕方ないさ。8戦だからな。あいつらみんないけすかねえんだ。まあ確かに癖の強い方々ばかりではあるが、とても大切な方々だ。あんな奴らかばうのか。一応私はあっち側の人間だ。私は聖王母、もうシュリンじゃない。なのにずるずるとシュリンを引きずっていたから今回のようなことになった。どういうことだ。こっちへ。あそこに山雨が幽閉されている。私は近寄ることを固く禁じられている。だからこれを一葉に返してきてもらいたい。これは彼との思い出の品。彼が私の近くで働くようになった時にねだって貸してもらった。あの頃を思い出したくて。そんな未練がましいことをしたからあの人は私のためにバカなことをしたのかもしれない。こんなものをねだったりしてシュリンであろうとしたから3人は。違う。あいつの裏切りのきっかけは母親のことだって。お前のせいじゃ。ありがとう。なあ一葉、いくつになった？あ？いいから教えて。19だけど。そっか。なんだよ。大きくなったなーって。私のことをかばってくれるなんてさ。私はずっと16のまま。心だけは同じに年を取るのに見た目はどんどん離れていっちゃうね。ごめん。今だけは他ではちゃんと聖応募するから。シュリ。なんでお前が聖応募なんだ。東王府様が言ったの。先代の聖王母様が死ぬ日、死ぬ時間、粛清の天体の並びの真逆にいたのが私。
そういう運命だっただけだって。そんな理由で納得できんのかよ。私しかできない役目だって。それはきっと東王府様も白豪も蘭様も比企さんも同じ。一葉だってそうでしょ。白豪を助けるため下士官になった。それは自分のためじゃなくてどうしようもなかったから。みんなそうして生きている。私だけが例外じゃないよ。一応サイはどうしてお前がここに。ここは立ち入り禁止だぞ。シュリ聖王母からの使いでな。シュリン様の？あいつがサンウに返したいもんがあるんだと。そうか。シュリン様は何だ。お前はあれこれ考えすぎだ。なん早速サンウに合わせてくれ。ついてこい。長時間の会話は無理だからな。そこにいるのは一葉か。毒は回復させたはずじゃ。毒はな。どういうことだよ。奴を骨と皮にするほど弱らせたのは矢野王の毒だけじゃない。まさか。ああ、禁術が生命力を削っていっている。怪術師もお手上げだそうだ。そんな。一応何しに来た。わかるか。シュリンか。もう必要ないからあんたに返してほしいって。そうか。あいつも俺などもういらないか。バカバカしい。おいサンウ。おい待て。手出しは無用。サンウ、まさかあいつのためだったなんて言うつもりか。あいつは自分の居場所を自分で作ったんだ。とっくにあの役目なんて受け入れてな。そして今でも自分に何ができるかあがいている。俺やあんたとは違ってな。俺はあいつに。あいつが助けてくれって言ったかよ。違う。俺は違うね。あんたはシュリンを理由にして自分の不遇を誰かのせいにして逃げてただけだ。一応この世で一番不幸なことってわかる？ないものねだりすること、それを他人に押し付けること、それが周りも自分も不幸にする。あいつは何かを人のせいにしない偉いやつなんだよ。あんたが憎んでる仙人にしたってそうだ。そこにいるとことんお人よしのバカは身を削るし、あんたの親父はこんなことをしたあんたを見捨てない。一応お前ん？大きくなったな。なんだったてめえ。いくつになった？19だったか。
俺のことをかばってくれるなんて。うっせえ、黙れこのチビ。それだけは言っちゃいけない。どこからだ。サン。どこから狂った人生だったか。黙秘されていたが、今なら聞けるかもしれない。混沌の話を。サム、お前の人生が狂ったのは混沌と手を組んでからじゃないのか。どこで出会ったんだ。小金稼ぎに酒や食い物を密輸しに外国に行った時。いやー、大量だな。こんだけありゃ当分金には困んねえよ。あんまり浮かれんな。ここで捕まりゃ大損だぞ。まあまあ、そう家庭こと言うなって。お前も飲めよ。もしそこのお方。あ？んだ、占い？ピタリと当てるよ。お題は今ならサービスだ。おお、ならやってもらおうじゃねえか。初めは冷やかしだった。だがその占いは面白いように当たって、あまりに商売がうまくいくもんだから、そのうち仕事以外のことも気がつくといつの間にかあいつの指示でないと動けなくなっていた。辛い人生だったね。不平等は正されるべき。人の世は人に収められるべき。仙人などいらない。力なら与えてくださる。我が主と同胞たちを守らば望みのままに。力？ああ、信じ従えばな。そいつが混沌か？違う。そいつは盲目で混沌の同胞だと言っていた。俺たちはそいつの他に9人の混沌の側近にあった大男や女、右手や左手がない者や耳が聞かなかったり鼻や足がもげた者、全員がどこかしら欠損していた。そいつらが全員蒼龍と名乗っていた。そしてその蒼龍たちにマスクをかぶった2人組を紹介された。それが混沌だった。孫東の報告にあった通り、混沌は兄弟心なのか。そして蒼龍は全員がどこかしら欠けている。なら天功は蒼龍じゃないだろう。いや、じゃあなんで天功と蒼龍は同じ顔だって言うんだ。おい！気を失ったようです。そうか。そのまま看病を頼む。わからないことだらけだ。やっぱりまずは自分自身のことを知らないと先に進めないか。ん？おや、シーフ、急なお越しでよく入れましたね。シュリンの許可書。仲直りされたようで。違うって話はそこじゃなくて。お茶でも？シロ、答えてくれ。何でしょうか。俺は一体何なんだ。シロはなんで俺を育てて守ってくれた。月の卵って一体ここに私がおとなしく幽閉されているのも、私を取り返そうとあなたが自らの意志で下賜になったからです。あなたの意志を守ることが私にとっての第一の使命。幼い時、森と獣たちに囲まれて過ごしていた。シロは俺にいろいろなことを教えてくれる教師であり、温かな毛布。シロはいつだって柔らかく笑っていて、
シロ。竜王に何か入れ知恵をされましたか？いや、俺は俺自身のことを知らなすぎて、これからどう動くのが正しいのかわからなくなったから、誰かの手駒になるのはごめんだってそう思ったから。なるほど、あなた自らの意思でということですか。わかりました。それじゃあ俺は一体鎮守の森に行きなさい。鎮守の森？あなたはあなたの意志で真実にたどり着かなければならない。俺の意志を守ることが私の使命です。たとえ他の者がどうなろうともです。シロはシュリンやサイワやこの国のことは。私には死のうが滅びようがどうでもいいもの。そうなるのならなるように定められていたということ。つまりそれって、シロは俺を家族として見ていたんじゃなく、ただ守る使命があったからそばにいたと。はい。シロの根底にはいつも愛があると思っていた。違う、シロはそういう生き物ではないのだ。一応急に出て行ってどこに行っていたんだ？サウンは大丈夫か？ああ、あの後意識が戻ってな。命に別状はないそうだ。そうか。それとサウンたちが密輸に出入りしていた国は日本だ。コントンたちは日本にいる。これから国で有力な歌手を集めて日本に渡ることになるだろう。その中にお前も加えるつもりだ。いいな。その前に一箇所行っておきたいところがある。どこだ？この国の真ん中、俺の生まれたあの森へ。え？俺がどういう存在なのかシロに聞いたが答えてはくれなかった。ただあの森に行けば真実がわかるって言っていた。鎮守の森は俺だとてたやすくはいけないぞ。あそこに行くには必ず竜宮を経由しなければいけないからな。ああ、だから陛下。何ですか？お前俺の正体を知りたいんだろ？そうですけど。なら協力してくれ。お前なら竜宮のことは大抵どうとでもなるだろう。そりゃあなりますけど。誰にも行動を悟らせないように竜宮を通らせてくれ。どうしてですか？俺の正体を知ることがこの国の運命を左右する。シロはそう言った。いいですか、一応。鎮守の森の賢者に会いなさい。そしてこの国と竜王の目的を知りなさい。知ってどのような道を進むのか、それはあなたが決めなさい。人の正義や道は決してあなたの義務や道ではない。真実を知り見定めなさい。あなたの敵が司教か、それとも竜王か。いずれにせよあなたが自らの正体を知るその時、この国の運命が決まる。私はその決定に従いましょう。わかりました。鎮守の森へ案内いたしましょう。俺自身の正体、必ずこの手で掴み取ってやる。色のないキャンパスに描いていたのはかつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまいそう。解放してあげなきゃ先に進めない。自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいの。
今回のおさらいは、シュリンもサウも自分の存在理由を見つけて成長しているってことだ。いつになくシリアス。こればっかりは茶化せないだろう。子供の時からのお仲間ですもんね。二人は自分と向き合っている。それに比べてこの俺はってかかんでいい。だからシーフー自身を探しに鎮守の森に行くんでしょ。そうだ。あー、なんかすげえ緊張してきた。ってことでシーフーは自らの正体と旋回の真実を知るため、いざ鎮守の森へ。次回円錐の舞。兵官、このことは本当にここだけの話にしていただきたいのですが、実はここには隠し通路がありまして。隠し通路？姉が一人で作り一人で使用している母上も知らない隠し通路です。姉ってもしかして。すぐ上の姉、ハカです。用とは主にいたずら用。納得。ではお待ちください。天子。おい、どうした？いつもみたいにバカ言って笑ってろ。じゃあシーフーの懐のおやつください。ベタベタすんな。シーフーハラスメント。騒ぐんじゃない。天候、お前は本来ならまだ幽閉されている身なんだぞ。分かってますよ。ラン様のおかげでシーフーの自分探しの旅に同行できて感謝しています。何言ってるんだ。用意ができました。では鎮守の森へと向かいましょう。I wanna be where you belong 怖くたって負けないさ Go on 夢の世界から Just play バジェットハジェ I'm on now 君とだけより Set this channel shining Without you telling it 迷ったい方び揺れる鏡の奥から伝わる音聞こえるの夢に響くそれは君を探して Yeah, we're so beautiful Running around, around and down fires I call your name and find you no matter where you were I don't care how many times I lose myself Whatever happens, no I can get deeper The reason that we're in this season Take us and carry this and count your memory 毎歌う君の名前を抱きしめて離さないよ I wanna be where Just a running, running up For second, step by step, sing it, sing it for you たとえどこにいても Just a new Yeah 誰にも邪魔させない You're like な思い抱きこちゃ言えない Just a new 誰にも邪魔できない You're like な face 貫き hold it tightここが鎮守の森だ。
かつての記憶の中にある懐かしい森、たくさんの植物と無数の気配。なんだお前たち。封印木の恩師が言っていた人だな。封印木の恩師？行くぞ。ついてこい。こりゃすごいな。それに木々の間からビシビシ視線が来るな。今までに感じたことのない霊気をあまた感じます。何なんですかこの森は。確かにかつてこの森にいた記憶はあるが、もっと美しい森だったはずなのに、どうしてこんな暗いんだ。かすかに血の匂いがするかのような。こっちだ。ついてこい。封印木の恩師、人が戻ってきたぞ。お前は、ああ、よく戻った。よく戻った。封印木というのかあなたは。それは人がつけたんだ。あなたがここの長老なんだな。そうだ。俺の正体を教えてくれ。それに俺は一体何なんだ。白はなんで俺を育てて守ってくれた。月の卵って一体鎮守の森に行きなさい。あなたはあなたの意志で真実にたどり着かなければならない。月の卵についても知っていることがあるなら教えてくれ。そうか。ならば弁慶。これは恩師のかけら、分身じゃ。眠りに入った恩師に代わって、こっから先の相手はわしじゃ。俺は封印木の恩師に聞きたいことがあったんだよ。大丈夫。恩師は巨大な体そのものが膨大な記憶装置。そのかけらをもらって適切な記憶を引き出せるようになったというわけじゃ。さあ、何を知りたい？ついてこい。この枝一つ一つが全部恩師の記憶。お前が気になるのはお前が生まれた時のこと。ならばそろそろこの辺りにあった。教えてくれ。しかしこれはどうした。お前を知るにはまず鎮守の森の成り立ちから教える必要がある。地上のすべての川だけでなく天の川までが流れ込むとされた世界の果ての巨大な海の底。そんな場所に恩師は生きていた。そこにある時
やっと見つけた。100の竜の中で一を誇る私ですら長い長い距離を泳いだぞ。封印木よ。それが若き日の竜王だった。若き日の竜王。父上。竜王は恩師の体を使って旋回を作った。恩師は竜王に騙されたんじゃ。世界中とつながり長い歴史を記憶し続けてきた恩師の根を無理やりに断ち切り、竜王は自分のものにしてしもうと。封印木よ。歴史に残すべき価値あるものを与えて信ぜよう。そうして旋回が作られた。そして恩師は死に始めた。根を切られてしもうたのだからな。竜王のせいじゃ。そして竜王は死にかけた恩師を生き返らせようとして、ここで月の卵が関係してくる。月の卵は命の種、生命力の塊、つまり死にかけたものに命を与える神獣。すなわち竜王は月の卵を作り、封印木の恩師のための肥料にしたのじゃ。月の卵を作るって一体どうやって？これじゃ。竜砂。竜砂の中をよく見ろ。あれは死体。旋回で死んだ人や神獣だ。墓に埋められた死体は全てこの竜砂で、この鎮守の森にたどり着く仕掛けなのだ。月の卵は死体と刺繍の集まるところに生まれる。だからといって死体をこんな風に扱うだなんて。竜王は月の卵を手に入れるため、鎮守の森にこのおぞましい仕掛けを作ったのだ。では竜王とは。このまま竜王を放置するのですか？私には関係ないことではあるが、確かにあれはあまりに強欲狡猾すぎる。竜王はそもそもただの虫。教皇に憧れ竜となり、この私を騙して旋回を作っただけのこと。竜王はそもそもただの虫。ああ、教皇よ。俺もお前みたいな竜となって、この世の価値あるものすべてこの手の中に収めてみせよう。今から俺の名は竜王ということだ、教皇。俺が教皇だと？総竜どころではない。総竜を従える司教の一人、教皇。いや、そんなまさか。そして月日は流れ、今から20年ほど前、腹に赤子を身ごもる若い女の死体が流れてきた。死して砕け、また燃えいずる。一葉の術が薄れているのか。流れ着いた死の果てで、どんな因果か、母の愛情、あるいは執念か、
対の山から産声が上がった。美しい命の炎。まさかこの場所で生まれたのか。かろうじて生きていた赤子は今にも生き絶えようとしていた。月の卵は死にかけているものに命を与える生き物。月の卵に命を与えられた赤子。一よ、お前こそが月の卵なのだ。俺が月の卵。炎の瞳。そうか。これがあなたの選んだ道なのだな。言葉や意志を持つこと、私はそれをお守りいたしましょう。あなたが自らの正体を知るその時、この国の運命が決まる。俺が月の卵。一応サイが。どういうことだ貴様。この俺を決裁し封じていたというのか。どうした天候。天候。それは誰だ。俺は1000年にわたり悪名を綴られ続けた司教にして水の支配者教皇だ。教皇？お前何を言ってんだ。不快だ。実に不快だ。おい天候、下がれ一応。あれは天候じゃない。俺が決裁する。消えろ。サイは天候。この教皇を縛り付けた罪は重いぞ。一夜。こいつ。お前こそ主に逆らった罪は重いぞ。主だと。ああそうだ。天候、俺のそばにいろ。天候、目を覚ませ。目を覚ませ。バカを言うな。今さっき目を覚ましたところだ。なんだ貴様、いい加減にしろ。何が貴様だ。お前は俺の中心、俺はお前のシーフーだ。シーフーって呼べ。この俺が中心だとふざけるな。教皇だかなんだか知らねえが勝手に決めつけてんじゃねえよ。俺は納得してねえからな。忘れたのかよ。痛
体何のことだ。お前のこと二人で探すって言っただろ。二人で。ああ、二人ちゃんと約束しただろ。二人で約束。一夜今だ。再契約しろ。ああ。天候、俺たちはずっと一緒だ。キャンパスに描いていたのはかつて夢を見た自分だった。いつだってこの迷路を抜け出すのはそんな簡単なことじゃないのにな。満ち欠けてゆく月を眺めてぐちゃぐちゃになってたまりそう。あげなきゃ先に進めない自分を超えるには今を変えるんだ。いつか地上を見習って飛びたいのならいつもリアルを感じていけたら後悔という君に飲み込まれるな。不思議なことばかりだ。折り合ってお、誰か来るぞ。水門番、ご苦労様です。おう、で一応はどこだ。シーフーならここ。途中で手離しちゃった。シーフー、シ一人で帰ってこれたぞ。シーフーったら成長してる。ああ、無事だったんだからよかったでしょ。たまたまだ。溺れかけたわこのバカ。バカって何ですか。だから手を離すなって言ってんだろこのバカが。おお、ちょっと。あ分解に沈め。チーフ、早く引っ張り上げてください。何をおごってもらおうかな。もう突き落としたのシーフーでしょ。パワハラ。